チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは。カラスマ100です。本日はですね、高市自民党支持率大幅下落、自民党崩壊とポピュリズム総選挙ということで、いよいよ選挙が公示されましたが、アメリカや世界の動き、高市内閣と自民党、参政党その他の順番で、統一教会裏金公認問題、支持率下落、ポピュリズムなどについての説明を試みていきたいと思っております。現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので、視聴にはご注意ください。また、カラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったりしているわけではございません。あとですね、最近ちょっといろいろご意見とかいただきまして、配信チャットのルールをですね、正式に設けることにいたしました。今までですね、差別や誹謗中傷に反対する人が、集まっているチャット欄ということで、あまりですね、細かいルール設定というのは、してなかったんですけれども、差別排除につながる発言は禁止します。過度に攻撃的言動、煽りを禁止します。事情や背景詮索を押し付けはしない。外見、声、年齢、名前、他の人のアイコンのいじりなどは禁止。身体プライバシーの過干渉も禁止。性的露骨な表現、自死自傷などを促す肯定する発言、などは、明示的に禁止させていただきますので、よろしくお願いいたします。皆様の方からですね、やっぱりもうちょっと、安全なですね、前回ちょっとヘイターが以前来たりですとか、ちょっと1月いろいろあったので、チャット欄の安全性とかですね、より高めたいということでの措置ですので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。はい。ということで、しょうがさん、ミニラトルさん、ペタさん、マヤピョンさん、サリーさん、キャミフさん、ラートさん、マヤ F さん、ココブリンさん、エドガーポーさん、ナミさん、コンカラスです。足早いので途中で抜けますということで、ありがとうございます。参政党が凱旋したのでカウンターしてきたんですね。いや、ほんと寒いし、ちょっと私もね、いまいち体調が良くないので、皆さんほんと気をつけてください。はい、体調はですね、本当こんな時期に選挙するなという本当話でしかないんですけれども、はい。くれぐれもですね、カウンター活動している方などは特に体調お気をつけてください。愛知瀬さん、コンカラスです。いや、本当にね、この寒い時期にいろいろやらなきゃいけなくなっちゃいましたからね。ビラ折りもお疲れ様でございます。はい、ありがとうございます。ということでですね、ちょっと駆け足で、概要欄の説明させていただいたんですけれども、今回に関しても、ですね、Google ドキュメントの方に、リンク集とかは、設置しておりますので、よければ後でチェックしてみてください。はい、ということで、アメリカ、高市、参政党の順番でちょっと今回も行きたいと思います。皆さんね、選挙前なんでいろいろ言いたいことはあると思うんですけれども、チャットルールを守って、コメントとかしていただけると嬉しいです。はい、というわけで早速、アメリカ様の話からしていきたいなと思っております。ちょっと今回パレスチナについてはいろいろ尺の都合で、これだけなんですが、先日ですね、日曜日に、パレスチナの命を救えということで、北海道パレスチナ医療法師団様のデモがありましたので、参加させていただきました。デモ行進もやる予定だったんですけど、これ中止になりまして、30分だけ集会が行われました。ガザでは洪水で下水が氾濫し、大雨によるテントの浸水で寒さに耐えている人たちがいること、また十分な支援が未だに行き渡っていないことなどが、パレスチナ医療法師団で私も尊敬している猫塚団長からですね、このような状況だったんですけれども、団長の熱いスピーチのおかげで30分間ずっと、スタンディングしてたという感じになります。
まあ、見ればわかると思うんですけど、何が言いたいか。この状況で、だから高市さんは選挙しろって言ってるわけですよ。我々北海道に住んでる人間に対して。冗談じゃないよっていう感じですよね。もちろん、ガザの人たちの苦しみに比べたらね、大げさかもしれないですけれども、でもね、もう、だから、こういう状況でもスタンディングはしてるね、方々は本当に尊敬しかないんですけれども、そういう問題じゃないですよね。はい。雪山かと思ったら札幌駅。はい、札幌駅での、ガラスドームがあるんですけれども、私がこの前の方にいてですね、猫塚先生が話されて、私がこう写真を撮ってたという、感じでございました。はい。私も当然スタンディングはしてましたが、まあ、終わった後の会場の様子、これですからね、これ。なんだこれっていうね。別にこれ、これが左に見えてるのが札幌駅ですからね。駅から徒歩、数メートルの距離にある、風景でございました。はい。まあ今ね、ちょっと除雪がだいぶ進んで少しマシになっていると思われるんですけど、札幌は未だこういう状況でございます。期日前東京に行けばいいじゃないってうるせえよって感じ。ごめんなさい。コメント欄には来て言ってるわけじゃありません。いや、ていうかコメントルールはお前も守れよっていう感じなんですけど、ごめんなさい。乱暴な発言とかあったらすいません。もう本当ね、喧嘩売ってるんですかっていう感じですよね。はい、明日高市さん、はい、札幌来るそうなんで、いやーもう来ないでほしいわ、マジで。なんか、反対スタンディングちょっと言ってる場合じゃないかったり、私もいろいろあるので、いやーもう来ないでくれ。なんでこんな時に選挙するんだっていう話ですよね。青葉先生、コンカラスです。この前ありがとうございました。この状況どうしても解散しないといけないならわかるけども、自己中心的なね、本当にそうですよね。だからまあ、ガザの方々もこういう雨とかね、寒さに、耐えている状況なんですけれども、だからね、政治の方がですね、本当は、何かしらのこういう天候に対して対処しなきゃいけないんですけど、アメリカが何をやってるかっていう、すみません、本題に入りますが、ミネソタ州でとんでもないことになっています。連邦職員が男性を射殺、ミネソタ州ウォルス知事が我慢の限界であるということで、これBBC などでも大々的に報じられているので、海外ニュースに関心のある方はですね、もう、ご存知のことかと思うんですが、米ミネソタ州ミネアポリスで、先日ですね、レネ・グッドさんという、無実の方が ISE というですね、暴力的ギャング集団に射殺されるという事件があったんですけど、また同じような事件が残念ながら発生してしまいました。24日、連邦当局の ISE 職員が米国市民の男性に発砲し、撃たれた男性はその後死亡しました。哀悼の意を表します。ミネアポリス警察トップの小原氏は地元当局者と開いた記者会見で37歳の男性が複数の銃創を負い地元の病院で死亡が確認されたと述べました。被害者に交通違反以外の前科はなく銃の携帯許可を取得しており、銃は持ってたんですけれども当然発砲しておりませんし、そもそもこの方移民の方ではございません。はい、おそらくねISE っていうなんか公営ギャングみたいな人たちがいて、移民を取り締まる、不法移民を取り締まる、不法移民を取り締まると参政党みたいなことを言いながらアメリカ中で大暴れしているんですけれども、そんな中ですね、ミネアポリスで、ISE が取り締まりを行おうとして、女性に対してですね乱暴しようとしたんですよ。でその時にいや手を出すなと言ってかばった男性の方が射殺されてしまったという事件になります。信じられないですね。これが今のアメリカなんだなという、改めてですけれども思わせる事件でございます。伊沢さんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ちなみに実は2人目でもありません。ちょっとこの後解説しますが、いや国家反射ですよね。ブラックパンサー党なんかね活動再開してるらしいですね。なんか黒人の方が銃を持ってでも、止められないですよね。白人とかその他の人たちから言えないでしょ、銃持つだとは。この状況で殺されるかもしれないですからね。不法滞在の取り締まりを強化するとか言ってる人 ISE の知ってて言ってるんですかね。いや本当にそうですよね。だからこんな事件がアメリカで起きているのに知らないのかって言いたくなりますよね。はい。
そう、銃を奪ってから射殺してるんですよ。その点もね、本当ひどい事件だと思いますが、亡くなった方がですね、白人男性で、それも差別的なんだけど、退役軍人で、しかも病院の勤務だったので、アメリカ中が怒ってます。保守派の方まで激怒してるわけですね。亡くなったアレックス・プレティさんの、お父様お母様の説明によると、友人家族退役軍人のことを思いやる誰よりも優しい息子であったと、彼が女性を助けるために仲介し殺されたことを語り、政権による彼の悪魔化に対し大きな怒りを覚えると言っていると、朝息子が殺され夜にこんな声明を出す親の気持ちはどうかということで、悪魔化と言ってもう醜悪なので解説しませんが、トランプは相変わらずですね、アレックス・プティさんをなんか左翼だとかテロリストだとかなんか ISE を妨害したから正当防衛だみたいな嘘ばっかり言ってるんですけれども、全部嘘ですね。はい。女性をかばっただけです。はい。で、先日ですね、レネー・グッドさんという女性を殺害した、人が10年来の ISE 職員で、今回はISE では、正確に ISE じゃなくて、その上部組織の CBP ってところの職員だったらしいんですけど、アレックス・プティさんを殺したのも、8年来の、その職員だったということで、トランプ政権の運営が悪いっていうわけでもないんですね。何でもトランプのせいに従うっていうし、私もね、トランプが悪いんだって、もちろん一義的には奴が悪いんですけど、言いたくなるんですけれども、そうではなくてもう犯罪っていうか、もう組織自体がね完全にもう腐りきってるというか、長方期的にですね殺人を犯していいような、雰囲気になっているということだと思われます。はい。いや本当ね、現代の KKK ですよね。かつてブランクパンサー党が結成されたのは黒人に対する警察の暴力が原因でしたからね。いや、本当ですね。いや、だからそもそも左翼ならラリシを許されるのかっていう問題なんですけど、それもちょっと後で説明しますね。銃を持っても持たなくても問答無用で殺されるとなれば、持ってなくて抵抗できず殺されるより死なばものともの精神で銃を持つ人がいるのではないかと。それでね、今回説明しませんが、アメリカのライフル協会っていう右翼的な組織があって、銃所持をですね合法化正当化してる最大の組織なんですけど、RNL も NRA もねすごい批判してて、銃所持の権利がですね、銃が所持してたからってテロリストだっていうのかということでですね、ブチ切れているという、だから右から左までみんな怒ってるんですよね。当たり前の話なんですけどね。ケイトさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね。わざとやってますよ。こういう腐敗した組織だってことを分かりきってて、ISE を動かしているので。で、ISE の犠牲者がね、レネ・グッドさんとプレッティさんが特に注目されているんですけれども、たくさんもっといるという話が出てますので、一人ご紹介します。タイラーさんのいとこであるキース・ポーター・ジュニアさんは、新年会の前夜にロサンゼルスのアパートメントコンプレックスの外で建物に住むオフ勤務の ISE の捜査官によって射殺されてしまいました。哀悼の意を捧げます。黒人の方とか有色人種の方の犠牲者はですね、他にもたくさんいて、10名以上にいるんじゃないかと、射殺された方がですねいるんじゃないかと言われてるんですけど、話題になってるのは白人2人なんですよね。それとも何とも言えない悲しさを感じますよね。だから白人でないと本当殺されても話題にさえならないのかという批判が特に黒人の活動家の方とかから結構言われてるんですけれども、キース・ポーターさんのことも忘れないでほしいというような、コメントが出ておりました。サズヘイさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。いや、ライフル協会さえ切れるってほんとすごいですよね。すごいって言ったらあれなんだけど、こんな感じなんでね、有色人種の方々はもちろん白人層もみんな怒ってるということですね。はい。そしてちょっとですね、おっかない映像を流すんですけど、銃発砲する映像とかではないんですが、ミネアポリスが今どんな雰囲気になってるかという、ちょっと短い動画をお見せしたいと思います。嫌な方は40秒ぐらいミュートしててください。You press or you press? Get back! Stay back! Get back! No. You
はい、ちょっと恐ろしい映像でしたが、この連中は何者なのかというと、ミネアポリスにあるヒルトンホテルっていうところが、ホテルがあるんですけど、先ほどですね、プレティさんを殺害した国境警備隊の捜査官の、仲間です。もちろん殺害犯本人じゃないんですが、報道陣に向かって銃を突きつけてるんですね。で、彼らは何をやってるかっていうと、要は仲間であるですね、プレティ殺害犯を、マスコミの人たちがこうやって取材しようとしてる、マスコミだけじゃなくて活動家とかいろんな人もいると思うんですけれども、抗議してる方とかね、来てるのに対して、銃を突きつけてですね、お前ら出てけって寄ってくんなみたいなことをやって、多分ですね、さっき一瞬、動揺した映像が映ったと思うんですけど、誰かがなんか横から物投げたと思うんですよね。で、物投げてそれが命中して、本当射殺する一歩手前の状態にさっき、なってたと思うんですけれども、このいう状態だということですね。だからなんて言うんですかね。素直に地元警察に引き渡せばいいのに、護送するためにわざわざこのね、気合の入れようなわけですよね。それはアメリカの人たちがね、このファシストギャング集団は何なんだっていうのは、当然じゃないかなと思います。はい。いや、ほんと軍事独裁国家と全く同じですよね。だってね、ジャーナリストの人とかに銃突きつけてるわけですからね。イスラエルもやってるし、ロシアもこういうことしてるし、なんか似たような光景だなという感想しか浮かばないですね。はい。ではそうですね。NRA は今回起こってますけど、やっぱりアメリカの銃社会を根本的に見直さなきゃダメなんじゃないかって思わせますよね。だから人がみんな銃武装してて、銃をいつ撃たれるかわかんないから、こういう人たちが正当化されてるわけじゃないですか。そう、独裁国家の取材中にいきなり銃を突きつけられるのとね、全く変わらないですよね。うん。で、軍用のね、銃とかも結局横流しされていますから、そういったものも手に入りやすいわけですよね。で、こういった騒動が何のために、騒動っていうかもう戦争状態だけど、何のために引き起こされているのかっていう話なんですが、単なるレイシズムとかね、暴力、行進だけではないっていうふうに言われてます。最初はミネアポリスですが、この前まで ISE と CBP が超量跋扈してたのはポートランドで、この2つが特に最初に狙われている理由は単純で、BLM 運動で大きな抗議活動が起きた場所だからです。要するにこの2都市なら簡単に暴動を引き起こして戒厳令に持っていけるだろうと踏んでいるのです。ISE、CBP の目的が移民排斥だと単純に考えていてはダメで、実際には移民排斥を理由にカオス、市民の不安、ひいては暴動を引き起こすだと考えれば全て辻褄が合います。もし効率の良い移民排除が目的なら市民の協力を得るとはいかずまでも積極的な妨害を避けるのは当然で、そのためならエージェントが市民を射殺してしまうみたいなことが起きたら即座に遺憾の意を示し、職員を速攻で懲戒し速やかに徹底捜査を発表するのが当たり前で、真逆をしているので、市民を怒らせるのが本当は目的なんじゃないかと。で、今の ISE にはなるべく人目に触れるところで派手に暴力的にやれという指示が出ていると。移民が自主的に出国することを促し、また新たに入国しようとする移民を防ぐのが目的ではないかと。これちょっと推測になるのでですね、確定的なことは言えないんですけど、わざとやってんじゃないかっていうような話が出てるわけですね。で、戒厳令とかを起こすと、何ができるかっていうと、トランプが合法的にああいう先ほど見たようなですね、武力を駆使して、市民の自由を奪うことができるようになるわけでして、我々とかね、市民活動家みたいな人を怒らせて、限界を突破させて、ブラックパンサー党の話さっき出てましたけれども、テロの鎮圧とかを名目にですね、先ほどの兵士たちとかを、合法的に送り込んで、治安をですね、要はトランプ政権への批判をやめさせようとしてるわけじゃないかという、話ですね。で、当然、効果としては移民の方々が怖がって、実際出てこれないとか、声を上げられにくくなるっていう効果もあると思います。はい。サンセットバスターズさん、コカラスです。こんな ISE を正当化してデマを流してまで被害者を中傷するトランプ。だからですね、こういうやっぱりことたちを言ってる人たちのことを信じちゃダメですよね。はい。押さえつけて頭に催涙スプレーを噴射してる人たちもいますね。はい。だから結局恐怖政治をやりたいのか、暴動を引き起こしたいのか、目的はわからないですけれども、とにかくね、派手に暴力的にわざとやってるのではないかという指摘が出てます。はい。
で、まあその背景にあるのはですね、やっぱりですね、アメリカの、極端なですね、右派と、宗教勢力のつながりがあるのではないかと。福音派の世界観、世界は神と悪魔の勢力が戦い合っているという迫害コンプレックスと白人至上主義が組み合わさっているのが今のトランプ政権であり、米国のインフルエンサー右翼は定期的にそういうムーブをかけてくるけども、在米法人インフルエンサー右翼はその基盤がないから言ってることに整合性がありませんと。在米法人の多くは福音派が言う左翼批判を政策や思想の対立だと誤解していますと。で、さっきなんでアレックス・プティさんみたいなね、正義感あふれる、まあ、大気軍人の人だったわけですけど、なんでこういう人を左翼呼ばわりするのかっていう話をしてたと思うんですが、まあ、実際左翼イコール、まあ、サタンに操られた闇の勢力であるっていうフレーミングがあるわけですね。まあ、どっかの統一教会も同じこと言ってましたよね。だから、左翼イコールサタンなんで、まあ、悪魔なわけですよ。私とか、まあ私カラスだけど、だから悪魔だから、まあ殺しても構わないっていう、価値観があるわけですね。で、ミネアポリスのデモ隊を、まあアニマルと呼んでいると。で、アニマルというのは、まあ動物っていう、まあ動物差別的なニュアンスも当然あると思うんですけど、動物には魂が存在しないから、まあこれは殺害してもいいと、いう価値観なわけで、まあここまで来ると完全にイスラエルですよね。シオニズムじゃないですか。まあパレスチナの人たちはね、動物以下だから、まあ殺害してもいいっていうような、まあこれフェイタスさんも、同じように解説してるんですけれども、動物以下だったり、まあ野獣だから殺してもいいのだっていうようなことをずっと言ってるわけですけれども、まあこういうね、まあ歪んだ宗教的理念ので、ですね、差別や人種差別であるとか暴力を正当化するっていう思想が背景にあるのではないかと言われております。今しゅうさん今から素です。来ていただいてありがとうございます。左翼イコールサタン、まんま統一教会やんてね。エイルサタン、イスラエルと同じですよ。で、今ちょっとコメントいただいたんですけど、ですね、ISE をなのでどういう人たちを採用してるかっていうと、まあ、大量採用してるんですよ。だからまあ、素人が多く入ってきてて、先ほどのようなね、さっきはベテランが起こした事件ですけれども、まあ、暴力的なことをしてる奴らが多く入ってるのではないかという話もあるんですが、そもそもだから、極右を選んでると、わざとですね、そういう極端な思想の人たちを選んでると言われてるんですね。2025年8月に ISE は交差点にいるアンクルサムの画像をソーシャルメディアに投稿し、アメリカはどちらへというキャッチフレーズがこれに含まれていたと。まあだからこれね、移民のいる世界を選ぶのかとか、まあ秩序のある世界を選ぶのかみたいな、まあいかにも白人至上主義者が好きそうな確かに画像ではあるんですけど、これはですね、ウィリアム・ゲイリー・シンプソンっていう人が執筆して、1970年代にネオナチの新聞社から出版された反ユダヤ主義ノンフィクションのタイトルらしいんですね。マジでって。まあ私は当然知らなかったんでびっくりしたんですけど、このフィッチウェイ、アメリカンっていうですね、アメリカンマンというのが、そもそも、白人至上主義者の間で、まあ暗号的に、いわゆる不調ですよね、暗号的に用いられている言葉であると。まあこれがね、ホームランドセキュリティのさっきのね、国土安全保障省の公式がこれを投稿してるっていうことなんですよ。だからまあガチのネオナチとか、白人至上主義者の人を選択的に、まあ、採用するためにこういう広告を出しているのではないかと。で、10月に、国土安全保障省が自ら、まあ、こちらも出してるんですけど、セオドア・ルーズベルト大統領が1916年に外国人排斥の演説で使用したスローガンであり、まあ、スローガンであるデストロイ・ザ・フロートというね、洪水をね、戦えと、洪水と洗い流せみたいな、フレーズがあるんですけれども、これを、まあ、公式にもこれでまたAI 画像で作って投稿したりとかしていて、これが非常に人気があったと。ね、まあ、こういうのもね、だから極右の人たちにとっては、自分たちのカルチャーの中にあってグッとくるフレーズなわけですよね。で、ミネアポリスでレニー・グッドさんが殺害された時も ISE は私たちは再び故郷を取り戻すと We'll have our home again というフレーズを使ったんですけど、まあこれもね、極右とかネオナチの人たちが使ってるフレーズだっていうまあ、もう、ここまで来るともう、偶然じゃないですよね。だから全部、まあ、こういうね、極右とかネオナチとかの人たちを隊員にするために、まあ、わざとやってるっていうことで、まあ、トランプがね、まあ、やっぱりこういう人たちをどう思ってるかっていうのも伝わってくるかと思います。はい。アブソリュートさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。まあ、ただトランプ自身にはそう、信仰心はほとんどないと言われているので、まあそこはね、注意しなきゃいけないところですね。だから宗教を理由としてるわけではないので、あくまで宗教を利用してるだけですよね。
はい。そう、731部隊がね、人間を丸太呼ばわりしたのと同じで、非人間化のやっぱり論理が動いてるわけですよね。うん。そうですね。まあ、ドッグホイッスルのテクニックとかに近いですよね。まあ、ドッグホイッスルってちょっと犬に対して失礼な言い方だと思うので、私はあんま使わないんですけど、移民反対の人たちは今のアメリカみたいな国にしたいのかっていう。だからね、究極的に行き着くとここれですからね、ネオナチの世界ですからね。っていうことの現実をこう、ホームランドセキュリティの皆さんがね、示してくれてるんだからね、それをちゃんと勉強してくださいよって感じですよね。で、移民の末裔がね、故郷を取り戻すみたいなこと言ってるの、ほんとおかしいですよね。お前らがイギリスに帰れやっていう話でしかないんですが、まあほんとシオニストのもそうだけど、まあ入植者っていうのはなんか自分が入植したところをなんか勝手に自分の故郷に従うっていう、まあ征服者の論理ですよね。はい。だから実際この記事でもですね、プラウドボーイズの人たちとかから結構 ISE にまあ入隊したりとか、プラウドボーイズ支部が文字通りのまあその写真の横に、広告を再掲載し、私たちはメッセージを受け取ったぞという行を追加したみたいな、ことが書いてあるんですけど、やっぱりプラウドボーイズからもね、好意的に受け止まられているって、プラウドボーイズって極右のね、そういう暴力的な集団で、1月6日のね、アメリカのホワイトハウスに対すホワイトハウスというか議事堂に対する例の攻撃の時も、参加してた連中なんですけれども、まあですね、こういう人たちが ASE に参加してるっていうことですよね。だから萌えでね、人集めしてる自衛隊ってこれに比べたらまあまだマシなんですよね。なんか、日本もなんかオタクがこういうなんか極右思想のね、不調になってるところはあると思うんですけど、はい。だからトランプは本当こういう人たちを集めて何がしたいのか、本当にだからその戒厳令みたいなのを発動してまあ左派を黙らせたいだけなのか、それとも中間選挙をねなくすために本当に内戦を起こす気でいるのかわからないですけど、本当恐ろしいですよね。はい。いえ、ありがとうございますということで、国のお墨付きをもらったプラウドボーイズみたいな、いや、ほんとやばいですよね。議会襲撃はまあ Q アノンとかね、いろんなトランプ支持者、マガの人たちとかいろんな人たちが入ってたんで、まあ、プラウドボーイズが主体だったわけではないですね。はい。ということなんですけれども、まあ、これとですね、ちょっとアメリカと直接関係ある話ではないんですけれども、ちょうどこれの番組ですね、2月1日までなんでどうしても紹介したいなと思いまして、ちょっとこちらご紹介させていただきます。NHK スペシャル占領率の占領地、ロシア化の実態ということで、日曜日にですね、NHK が、まあ、ウクライナのですね、ロシアから支配されている地域が、では今どういう風になっているのかということを独自に、取材して NHK スペシャルで放映しました。まあこれ必見なので、ウクライナ・ロシア戦争に関心のある方はぜひ見ていただきたいと思います。で、ウクライナ領土の約2割、約600万のウクライナ人が暮らしているところで、言語、通貨、国籍をロシアに置き換えられていると。まあ、こういったね、支配のとか植民の動きっていうのはずっと報じられているところではあるんですけれども、まあ、先ほどのね、ホームランドセキュリティではありませんが、ここでもですね、ロシア人入植者の人たちが、まあ、暴挙の限りを尽くしていたりですとか、具体的にはですね、ロシア連邦に編入された4州の人口が、まあ、合計700から800万人ぐらいのウクライナ人の人たちが住んでたんですけど、まあ、彼らは非常に抑圧的な、状態に置かれていると、まあ、当然ですけどね。ロシア連邦の総人口 1.4 億人程度の、5% 程度にしかならないはずなんですけれども、ロシア兵としてですね、結局戦場に送り込まれてウクライナ人同士で戦わせられていると。で、ウクライナで捕まっている捕虜の 16% がもう元ウクライナ国民っていうことなんですね。まあやっぱりこういうのをちゃんと調査報道できるのはね、NHK すごいと思います。私いつも批判してますけれども、こういうことをしてくれるのはね、ちゃんとお金とね、資金力と地道な、3年以上にわたる取材力がないと実現できないことだと思いますので、まあこれはね、まあフランスのテレビなんかでも放送されたらしいんですけれども、ヨーロッパにも結構衝撃を与えているようです。だからね、まあこれがやっぱり戦争というか侵略者の論理というものなんですよね。結局、まあ、ウクライナの人たちを支配したら何をさせるかっていうと、まあ、ロシアに過剰に忠誠を誓わせたり、まあ最前線にこう、兵士として送り込んだりするっていうわけですよ。
だから人権や尊厳を奪ってですね、もう人間以下の扱いをさせられてるっていうことですよね。はい。だからどこのイスラエルでもそうですし、まあアメリカでもそうですけど、どこの国でもやっぱり侵略者の論理っていうのは全く変わらないんだなというふうに思わせますね。はい。ぜひ見てみてください。戦慄の占領地アメリカ化の実態。見ていましたが、暴力の映像がありますので、フラッシュバックなどトリガーになりそうな方は、そうですね、ご注意ください。すいません。ありがとうございます。ご注意ありがとうございます。そうですね。非常にちょっと残酷な映像等も含まれているので、いや、NHK 本当ね、これを自国でやれよって感じですけどね。なぜこの他国に対する批判能力をね、全力で日本政府にも発揮できないのかという NHK の問題はありますが、いや、本当子供たちもかわいそうですよね。だから、ウクライナの子供たちがこうやってロシア帽子をかぶせられて、軍国教育を受けさせられ、将来の兵士として育成されているというような実態も書かれてるんですけど、だからね、どんなやっぱり政府であろうとね、変わらないですよね。ロシアにしろ、ウクライナにしろ、ロシアにしろね、イスラエルにしろ、アメリカにしろそうですけれども、こういう暴力的な支配者の論理っていうのは全世界どこでも変わらないのだなというふうには思います。で、そうしたね、ロシアとかアメリカに対してイギリスが今何をやってるかっていうと、戦時国債の議論をしてるそうです。野党の、リブデムの党の提案なんですが、国防のために 4.2 兆円ほど国民から調達しようとしていると。アメリカでは WW1 と WW2 に発行された戦時国債を踏襲するものであり、用途は防衛に限定され、無駄が多いと非難されている国防省の調達プロセスを一新する必要があるとしていると。いうことで、イギリスはついになんか自国防衛のために戦時国債を募るみたいなことを言い出していると。いや、本当に戦争する気なのかと。それも、イギリスの態度はイギリスの態度でもちろん問題あると思いますけれども、それだけロシアやアメリカのことをやっぱ警戒してるってことですよね。はい。で、日本はこれなんですけど、日本はね、そのアメリカべったりのくせになんでこんなことしてるんだという話でしかないんですが、弾薬工場の国有化を検討してるそうでして、これ高市さんがね、最初から言ってたことなんで、私最初から取り上げて批判してるんですけど、有事に安定供給をしましょうということで、いわゆるですね、弾薬工場を国有化して、戦前のようにですね、安定的に交渉として運営しようという、計画が持ち上がっていて、本格的に検討されているそうです。いやー、だからですね、結局、アメリカやロシアの態度がいかにひどいからといって、それに対してですね、戦争で防衛しなきゃいけないからね、戦争の準備をしましょうみたいなことで対応することが全てなのかなという、気がいたしますよね。だからそんなことをしてもですね、また第三次世界大戦のようなことになるだけではないかと私は思います。はい。そう、NHK はね、やればできるんですよ。本当やればできるのにね、そのパワーをね、日本国内で発揮してくれないからね、そこが大変問題あるところだとは思いますね。はい。だから、ウクライナがですね、どうしても、ロシアにですね、降伏できないっていう理由は、当然、この番組見ていただければね、当然わかると思います。ただ、だからといって、ね、戦争を前提にやっぱり政策をやることが、他の国において肯定されるかっていうと、またそれは違う問題ですよね。はい。そう、国際は結局戦争を呼んでますからね。後で高市さんの話もしますけど、そう、継戦能力がどうとか言ってた話ですよね。戦時国際なんてもう歴史の教科書の話かと思ってたらね、今本当に検討されてしまってますからね。はい。で、それと対照的な国を最後に挙げて世界の話を終わりにしたいんですが、かつてガザはオランダに次ぐ花の輸出国で世界中に花を輸出していた。世界をお返しに爆弾をガザに輸出し私たちを殺したと。パレスチナ人のですね、方の投稿なんですけれども、これは事実です。2000年代、パレスチナは世界最大の、花の輸出国でし
た。1998年ガザは8000万本の花を世界中に輸出していました。それが2006年には半減し、その間リクード党の台頭や第二次インティファーダがあって、ハマスが2006年に選挙で勝利しています。2008年にはイスラエル占領政府はガザの花輸出を500万本に制限し、それからもガザの花産業をめっためたに破壊し続けてきました。ガザがヨーロッパ向け切り花の輸出元だった頃のことを覚えています。まだガザにイスラエル人の入植地があり、物資の出入りは比較的緩やかだったが、通関のために検問所に集められた切り花が手続きを故意に遅延されて、通関できる頃には売り物にならなくなっていたというような話も、ありますが、だからね、パレスチナの人たちはね、本当この時からずっと花を売って、世界にね、もちろん自国のね産業のためですけれども、平和的にですね輸出行動をしてたわけですよね。そういう人たちに対して、世界が何をしてきたかっていう話ですよね。本当になんか人間の愚かさみたいなフレーズを使うとね、陳腐に聞こえるかもしれないですけれどもね、そういうことを考えざるを得ませんよね。なんで武器を輸出する国が得をして、花を輸出した国がこんなひどい目に遭わなきゃいけないんですかね。おかしいと思います。はい。戦争になってないのに戦時国債発行したりするのもそうですけれどもね、結局金とね、そういう暴力を使うやつらが強いのかという、失望した気持ちになりますけれども、それに対して最後にですね、抵抗している人たちもいるので、最後に紹介しますが、防衛省前でハンガーストライキが始まりました。虐殺加担になるイスラエル製ドローンを購入しないよう求めてということで、防衛大学校 OB の平山さんが、26日の夜から、東京都新宿区の道省前でハンガーストライキを始めてます。いや、平山さん、本当無理なさらないでほしいなと思うんですけど、2月17日にですね、イスラエルの小型攻撃用ドローンの取得費をめぐって一般競争入札が実施されます。高市さんがね、国会を投げ出したんで、実際どうなるかちょっとわかんないんですけれども、防衛省が乗り気であれば、本当に買ってしまうと思います。イスラエルから攻撃用兵器を買うことは虐殺加担になると支援者らに訴え、同国の軍需産業との関係を断ち、防衛装備庁にビジネスと人権を監査する部署を新設することを求め、同省職員に小泉進次郎防衛省宛ての要求書を手渡したということで、私は平山さんを応援したいと思います。はい。ということで、アメリカ、パレスチナ、世界の話でございました。ありがとうございました。イスラエルが虐殺を続けている、国際社会が続けさせているということで、いや、全くその通りですね。国際社会には本当全部の国に責任があるし、特に日本には責任がありますからね。はい。こういうことしてるわけですから。はい。それに対して抗議することが必要だと思います。やかもけんださん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼いたしました。ちょっと一瞬ネタバレしちゃったけど、ということで、お待たせいたしました。高市さんの話をしていこうと思います。統一教会、裏金議員、そして自民党崩壊という話をしていこうと思います。ちょっと、高市さんの映像が流れますのでご注意ください。自民党も維新も今スキャンダルじゃないですか。維新は国保逃れね。で自民党も統一教会との文書が出てきたというそういう渦中であります。その時に解散するっていうのは名誉毀損になりますよ。そういう出所不明の文書について、もう報道もされてるし、名誉毀損なんかになりえないじゃないですか。いやその文書なるものを見ましたけれども、明らかに誤りです。そうなんですか。そうですね。それ説明されてませんよ。いや私だから名誉毀損って言われる方が名誉毀損ですよ。例えば私の名前が32何回出てきてるとかいうところですけれども、明らかに事実じゃない。それなんで私が神奈川県出身で神奈川県の支部から支援を受けた私奈良県です。いやその出所不明の文書でそういった決めつけないでください。よろしいですか。名誉毀損って言われる方が名誉毀損ですよ。出所不明という文書ではありませんしね。そうですね。名誉毀損言われる方の議論でちょっと戻します。自民党も維新もはい、
ということで、ニュース2-3などで、高市さんが、いろいろすごいことを言いまくってるので、キリがない話なんですけど、最大のですね、これはコメントはこれかなと思います。TM 特別報告書というものに関して、令和新選組の大石さんが追及したところ、そんなね、真偽不明の文書のことを言ったら名誉毀損ですよと。今ね、チャット欄にもですね、名誉毀損はやめてくださいという文章を掲げておりますけど、高市さんって名誉毀損の意味分かってないんじゃないですかね。確かに統一教会と関係あるっていう風に言われるのは、公的な名誉を下げる行為だという自覚は終わりなのかもしれないですけど、TM 文書って怪文書の類ではありませんので、はい、名誉毀損のね、構成要件を満たさないのではないかと。思っております。はい。ということでですね、脅しかよっていうね、だからこれ自体ね、ほんと脅迫じゃないかなっていう風にね、思いますよね。よくこんな言い訳できますよね。はい。ね、神谷さんとかも外野でほんとうるさいですよね。公文書が偽造じゃなかったらやめるって言ってた人だって。高市さんが小西博之さんに過去に言ってたことについては、国会、メンバーシップでですね、国会中継などしておりますので、よかったらチェックしてください。事実でないなら調査お願いしますっていう。いや、でも大石さんね、やっぱり必要な議員さんですよね。私は令和さんには批判的ですけど、正直。はい。でもこういうことを突っ込む人がね、令和さんか共産党さんしかいないっていうのはね、由々しき問題だと思います。ね。だから、高市さんとぼけるんだから、ガンガン突っ込み入れなきゃダメでしょっていう話ですよね。だから名誉毀損と思うならね、ほんと統一教会にね、言えるよっていう話でしかないですね。で、統一教会、トゥルーマザー報告書という、これ流しませんが、報道特集でですね、このように書かれていたので、何、書かれてたかっていうと、徳野英治会長の報告によると、高市早苗氏が総裁に選ばれることが天の願いであるというようなことがですね、名前が32回も書かれていたんですよ。で、高市早苗さんの事務所は私自身に関する記載は明らかに誤っていると認識しているというようなことをですね、TBS に対して回答しておりまして、先ほどのですね、名誉毀損だっていうような話も、おそらく同じ文脈の話ではないかと思われますし、徳野会長自身がですね、これはあくまでも個人的な希望予測であって、別に高市さんが、天の願いみたいなことを受け入れたわけではないということは一応補足というかフォローとして言ってはいるんですけど、鈴木エイトさんなどに言わせると、大元の事実ベースに関してはかなり信憑性の高い文書であると評価せざるを得ないということで、というか統一教会がですね、あなたの名前を32回も出して、総裁になるべき人物でございますっていうように高く評価してたんですから、そのこと自体は事実に他ならないわけですよ。だって統一教会の公式文書なんだから。ね、言い逃れしようがないでしょ。だから、思想的に、安倍晋三さんに近くて、ですね、似たような、反共主義、極右の思想を持っているから、統一教会に好かれてたわけでしょ。ね、その事実についてどう思ってんのっていう、話じゃないかと思うんですけどね。はい。本当ね、大井さんの言う通りで、だから違うっていうんだったら、本当に違うって言ってて、統一教会を私は批判してるんだと、そんな事実ないと思うけど、言い張るんだったら、説明しなきゃダメですよね。はい。報道特集がこのように書いてるわけですから。はい。いやー、やっぱり社民党さんがね、こういう討論の場にいてほしかったですね。はい。ダムトモさんとね、社民党さんとね、やっぱり令和さんはなんだかんだ言って必要だと思います。ね。で、ただこういったね、批判に対してですね、ずっと高市さんの周りの人たちはね、高市さんとかね、安倍さんのことを擁護していたわけですけど、例えばですね、2022年9月にこういうことを書いていた人がいます。統一教会問題、報道の責任を問うということで、森掛桜について朝日新聞の競争局のような報道を思い出したと。随分とね、統一教会みたいなことを当時言っていたわけですけれども、統
一教会はですね、11年以降ですね、あまりテレビのワイドショーなどに報じられることがなく、22年7月8日の安倍さん殺害までですね、統一教会関連の記事っていうのは、あまりなかったというふうに言われてまして、確かにそうですよね。大きなメディアで安倍さんがやって統一教会のね、集会に出てきたことも報じられることはなかった。なぜ今更ワイドショーは連日報道を垂れ流し、統一教会と関係団体を邪悪視し、これらの団体と政治家の関係はいかなる形であっても許さないなどとするような姿勢だが、これはおかしい。ここまで問題の多い団体ならなぜメディアは何年間も実質的に放置していなかったのか。萩生田光一さんはね、国連にも認められた団体の世界平和女性連合と接点があっただけなんだから追及するのおかしいだろうという、誰が書いてるかっていうと桜井よしこさんなんですけどこんな感じでですね、高市さんのね、周りにいる人たちはみんな、統一教会と自民党の関係について擁護されてきたわけなんですけど、そもそも、安倍さんのね、例の、あれもそうですけれども、安倍さんと統一教会とのつながりとかを報道されてなかったっていうのは、それはマスコミが悪いと思いますよ、確かに。マスコミが悪いと思いますけども、安倍さんがマスコミに圧力をかけていたからじゃないんですか。それなのにこんなこと言っちゃうのっていうですね、すごいですよね。なんか自分で圧力をかけて、電波停止みたいなことを言った人、政治家の人ね、ちょっと名前忘れましたけど、そういうことを言った人ね、不穏な政治家の人もいたと思うんですけど、こういうことをね、自分から言っておいて、統一教会の報道が今までなかったんだから別に反社会的な団体じゃないだろうみたいな。いや。今更何言ってんのみたいなことを言い出すわけですけど。いや、そりゃ、だから、山上さんの事件があったんだから、そりゃ報道するだろっていう話ですしかないですし、統一教会がね、そういう、だから宗教であることが問題なんじゃなくて、反社会的なね、そういう行為をし続けたり、経済的にですね、信者の方を搾取していたっていうのはずっと言われていたことなんだから、それをね、マスコミが批判することは悪でも何でもないでしょっていう、話なんですけどね。はい。なので、高市さん自身がおそらくこの桜井よしこさんに近い見解なんじゃないかなと思います。はい。そうですね。社民党さんは国政政党の要件は満たしているんですけれどもですね、衆議院に今議員さんがいないので、討論に呼ばれなくなってしまいましたよね。名誉毀損罪って事実を指摘することが構成要件の一つになっているので、本当のことを言っても罪になり得ますが、公共の利益、公益目的、真実性証明を満たせば罪にはなりません。指摘する、事項が公共の利益に関わること、公益を目的に指摘すること、真実性が証明されることということで、ありがとうございます。その通りですね。だから、大石さんの発言ぐらいではですね、名誉毀損罪にはなり得ないと思います。だって真実だから。統一教会と自民党の癒着は事実でしょっていう。はい。さすが週刊新潮でそうですね。これ新潮に書いてたんですよね。だから週刊新潮も本当偏ってますよね。もちろん、良い報道もあるけど、文春と比べるとですね、明らかにこういう、ネトウヨ的な人たちを採用してると思いますし、差別的なね、言説を垂れ流したりしてたわけで、問題になったわけですよね。統一教会の文章に登場したのは間違ってないでしょってトランプの真似事のできる可能性はある人は高市さんしかいない。門田隆翔、安倍さんは統一教会の天敵です。門田さんそんなこと言ってたらすごいなアクロバティックですね。で、野田さんがなんかね、今、ちょっと今回取り上げませんけど、別に野田さんの味方したいわけじゃないんですけど、勝共連合からね、若い頃結構支援を受けてたらしいんですよね。でも野田さん右翼なので、別にっていう、統一教会そのものとつながりがあるわけではないのかなと思います。勝共連合イコール統一教会みたいなもんなんですけどね。で、今回のですね、衆議院議員選挙の何が大問題かっていうと、これまた統一決別解散総選挙データベースということで、モルスコちゃんさんという VTuber の方が作ってくださっているものなんですけれども、統一教会と深い関わりのあるですね、北海道の高木宏久だとか中村博之だとか和田義明だとかがまた東国義だとかがまたですね、出馬してるわけですよ。だから自民党に投票するとこういうわけのわからない統一教会裏金系議員がですね、また返り咲いてしまうということなんですよね。だからなんでこんな人たちにまた投票しなきゃいけないんだよという話でしかないですよね。
だから高市さんがいいから自民党に投票すればいいみたいな話にはならないと思うんですよ。だって下村博文とかいるんですよ。だから裏金議員であり、まあ統一教会とも深い関わりがあると言って、まあ落選した議員さんがまた復活しようと目論んでいるわけですよね。で、まあ、時事通信が珍しくですね、衆議院議員、選で公認された自民党の裏金議員候補ということで、まあ、さすがに裏金議員を公認するのはおかしいだろうという、データをベースを出してくれてるんですけど、まあ、北海道のね、和田義明だとか、上杉だとか、丸川珠代さんだとか、下村博文さんだとか、小田原清さんだとか、だからせっかく高取修一さんだとかね、だから統一教会とか、まあ、裏金とのですね、関係が、まあ、萩生田さんはまあ、確かに当選しちゃったからあれなんだけど、関係がですね、批判されて、せっかく落選したのに、また今回復活しそうになってるわけですよね。だから自民党に投票すると、この人たちがみんな復活するんですよ。絶対投票しちゃダメでしょ、こんな政党は。なんで統一教会裏金議員をまた復活させてあげなきゃいけないんですか、高市さんのためにという、まあ話でしかないですし、まあ高市ファンの人たちは本当考え直してほしいと思います。だからこういう人たちがですね、また、自民党がですね、まあここに杉田水脈さんがいるんですけど、ですね、自民党がですね、躍進するとまた復活してね、世に出てきてしまうわけですよ。はい。その結果の重大さについてですね、よくよく考えてほしいなと思います。はい。そうですね。大石さん、橋本徹に名誉毀損で訴えられたんですけど、一回勝ちましたよね、それね。まあ、橋本徹にもね、山口紀之っていうね、伊藤詩織さんにね、性暴力振るった犯罪者がいるんですけど、やつにも訴えられて、どちらも勝訴してたと思います。ちなみに菅原一秀さんってこのリストにはないですけどね、問題議員の人もですね、復活しようとしています。はい。いや、ほんと一人残らず落選しろよっていう、裏金党でしょっていう話でしかないし、だから裏金党のね、お名を、せっかく、まあ、一応すすいだというか、裏金議員さんがね、みんな軒並み落選したことで、まあ、裏金と言われ続けていたのが、まあ、批判がね、石破さんになって、割と病んだわけじゃないですか。なのにまたこっちの方向性に行くっていう、まあ、それが目的じゃないのか、衆院解散のという風に言われてもしょうがないですよね。はい。そう、これを復活させたいからなんでしょ、解散したのはって言われてもしょうがないと思いますよ。だって1年数ヶ月しか経ってないわけですからね。はい。まあ本当そうですね。まあ国際勝共連合イコール統一教会なんでね、確かに野田さんはその辺説明した方がいいとは思いますね。はい。そう、菅原一秀さんというのはカニメロンの人です。わけわかんない人はググってください。ということでですね。まあ、で、それに対して、まあ、高市さんがすいません、逆にしちゃったけど、どういうフォローをしてるかっていうと、裏金候補にも働く機会を与えて、衆院選で公認ということで、高市早苗首相は26日、日本記者クラブの党首討論会で自民党派閥裏金事件に関与したと族議員らを、公認候補として決めたことについて問われ、みそぎが済んだとは受け止めていないとは言ったものの、ぜひ働く機会を与えてほしいと述べた。働く機会を与えてほしい？まあ意味がよくわかんないんですけど、首相によると、本人によるうっかりもあっただろうし、本人が承知していなかったこともありました。警察の捜査や外部弁護士を交えた調査を受け、前回厳しい審判を受けたとし、専門知識を持つ人材にはもう一度働くチャンスを与えてほしい。みそぎは済んでないけどね。何言ってんですか？みそぎ済んでないでしょ？みそぎ済んだと受け止めてないでしょ？みそぎ済んだと受け止めてないのに、専門知識のある人材にはもう一度働いてほしいってどういうことなんですか？全く意味がわからないですよね。いやー、どういうことなんていう、まあ話なんですけど、うっかりパーティー券キックバック裏金スキームを党内で共有して組織的に大々的に盛大に5億7949万円もの金を裏金化していたのがうっかりですか？全然反省してなくてすごいですねという。まあ、そもそも裏金問題ってどういう問題かっていう、二階さんのとこだけはちょっと違ったんですけど、要はですね、キックバックして、帳簿に乗らない金を作ってたっていう話なんで、組織的不正なんですよね。まあ、パーティー券を、まあ、販売ノルマを、例えば杉田水脈さんが100万円貸されるじゃないですか。で、100万円企業や団体、三菱重工とかにですね、販売するでしょ。で、三菱はですね、うちらの武器買ってくださいね、みたいなことを言いながら、まあ、杉田さんのですね、安倍派に
に100万円還元するじゃないですか。でも杉田さんに実際に課せられていたノルマはまあ50万円だったとするでしょう。でそれだとノルマ超過分50万円になるので、それは収入支出とも不記載にして、まあ安倍派には50万円だけ入ったことにして、まあ杉田さんの懐に50万円ポンって入るわけですよね。だからこういう組織的なね、裏帳簿みたいなスキームをやっていたというのに、それに対して何もないのかといういう話で、まあ、検察にまあ捕まった人もいましたけれども、結局、萩生田光一さん2700万円ぐらいやってたのに捕まんなかったもんだから、まあ、萩生田ラインみたいなのが引かれてしまって、2700万円以下の人たちはみんな無罪、事実上無罪になったわけですね。だから、まあ、検察に逮捕されないで済んだので、その後の選挙で落とされたわけですけれども、選挙で落とされたにもかかわらず、また復活しようとしているという、ちなみに杉田さんの金額1564万円です。はい。うっかりで済まされる額ですかね。これが。はい。っていうことでですね。あ、牛尾さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。自民党石破関係の閣僚の候補者は比例の一種の、その話もちょっと後でしようと思います。だからこういう裏金議員を比例の上位にしてる人が本当おかしいっすよね。まあでもね、結局安倍派にしか人望ないんですよ。安倍派にしかその支持者がいないから、裏金議員さんに恩を与えて、そう、自分の支持者にしなきゃね、やっぱり自民党内での基盤が立ち行かないっていう、まあ高市さんのね、本音があるんじゃないかとは言われてます。はい。仮にうっかりだとしたらそれはそれでやばいだろってうっかり何千万円もらってんのか、裏金やってた人どうやって専用化するのかと、裏金の専門家ではないのかと裏金じゃなくて正しくは不記載うんたらだからみたいなことを言われてまやかしむほどがありますと。ちなみにまあ、あえて名前出しますけど、中道のね、今、元立憲民主党の安住幹事長なんかは、いくらかのね、寄付が不記載になってたんで、まあ、お前も不記載議員、裏金議員じゃないかみたいな誹謗中傷を受けてるんですけど、まあ、それこそ名誉毀損だと思いますよ。安住幹事長こんなことしてないからね安住さんはたまたま、まあ確かにパーティー券でね、そうやって企業から金もらうこと自体がどうなのかという批判はね、共産党さんなどからはありますけれども、パーティー券ね、普通に配ってお金をもらってて、それをね、記載するの忘れたっていうだけの話ですから、こういう風に、だから販売ノルマ超過分に関して不記載であったみたいな、意図的に不記載であったわけですよね。まあ意図的だとはね、みんな認めてないわけですけれども、意図的に不記載であるというような事案とは全く異なるわけですよね。はい。まあ、うっかりでも許されないんですけどね、本当に。だから、うっかりでもこういうスキームを使った時点で許されるだろうという話ですよね。はい。いやー、萩生田さん落選してほしいですけど、絶対当選しちゃうんだろうな。本当に今から嫌ですね。はい。裏金の専門家。菅原一秀さん。菅原一秀のそう、すごいひどいちょっと差別的な暴言があったんですけれどもですね、女性差別的な発言もあった人なんですよね。はい。うっかりやっちゃってたとして悪いこととして認識できないというとからダメだろうというですね。はい。博士さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。どうなんすかね。まあ、中道さんはそんなことないんじゃないですか、さすがに。ただね、高市さんは事実上増税になるって言ってるのは、まあ、だから国債を発行しまくるつもりがあるわけですよね。だから実際その国債って後にツケを回してるだけで、まあ、事実上インフレ税みたいなのを支払ってる、ことにしかならないんじゃないかという指摘はなされてますよね。で、間違いなく軍事関連の増税を行う気だと思います。はい。そう、インフレ増税になるわけですよね。だから本当公職に就くのにふさわしくないですよね、こんなことやってた人が。まあなんですけれども、公職に就くのにふさわしくない人といえばということで、三尾杉田さんなんですが、本日2次公認の発表があり、この度の衆院選に大阪5区から出馬することとなりました。まあ前回のですね、トークスペースでも皆さんね、杉田さんなんとかしてくださいという全員の意見が一致してたんですけど、まあなんかですね、本人のコメントによりますとですね、
党本部に呼ばれていきなり打診されたと、本当にびっくりしましたと、決意いたしましたということでですね、なんかあれなんですよね、なんかちょっと話が違うじゃないですか。私自身は杉田さんがものすごいその権力への、飽くなき執念を見せ、このように落選というか前回不出馬で参院選で出たけど落選したんですけど、権力への飽くなき執念を見せ、何が何でも私はね、差別したかもしれないけどね、知るかって、裏金かもしれんけど知るかという、絶対国会議員に返り咲いてやるという、執念で立候補したのかなと思ったんですけど、少なくともご本人はそういうこと言ってないわけですね。党本部にいきなり呼ばれて打診されて、しょうがないんで決意しましたみたいなそんな感じでですね、いきなり上京することになった高市さんと杉田さんと高市さんはこのようにですね、仲良く、手を握り合いですね、宣誓をしたわけでございますけれども、立憲民主は陰謀論と反科学偽情報の原口和弘氏をようやく切ることができたが、自民党は一旦切ったはずのデマヘイト裏金議員の杉田水脈氏をわざわざ自ら呼んで公認したと。自民党は幅の広い政党だが、高市は能力的にもモラル的にも問題外であるということで、これ高市さんが自らお気に入りだから呼んだでしょっていう話にしかならんすよね。これが事実だとすると。杉田さんってなんか、嘘つきですけど、こういうことでなんか多分嘘ついてるわけじゃないような気がするし、自民党の皆さんがこのように大歓迎しているので、だからわざと公認しただろっていう、これ自体がね、やっぱり高市政権のメッセージですよね。裏金でも差別主義者でも知るかという、メッセージにしかなってないと思います。ゆこさん、きのりょうさん、コンカラスです。茶番の可能性はありますけどね。何しろ杉田さんなので。安住さん、今日会ってきました。東京9区はカニメロン、菅原一秀と国民民主と参政党と、山岸さんなので、山岸さん一択です。ということで、それは山岸さんを応援するしかないですね。頑張ってください。ありがとうございます。NHK さんもコンカラスです。菅原一秀は凱旋でこの街を赤い街にしてはならぬとかいうの、なんかね、本当そういうヘイトというか、迷う方の名言製造機みたいな人なんですよね、菅原さんって。そもそもはね、普通に人気なさすぎて落ちただけなのになんでまた公認するんですかという話でしかないですけど、千葉からそのように公認されてるんですけど、絶対落ちてほしいですね。はい。事前に調べておくべきでした。最悪だと思いますね。ご存知なかったんですね。いや、ありがとうございます、当時は。杉田まさかの指名っていう、杉田が引っ張ってくるヘイト票が必要なのか、大阪5区の中道支持者は湊さんに集めましょうというですね。いや、ほんと湊龍介さん勝たないとまずいっすよ、本当に。でもな、厳しいよな、いろいろと。私の地元の選挙区から出馬する自民党の候補も今杉田さんがこうしているように高市さんのツーショットをポスターにしていました。佐中杉勝支持者大忙し。自民党でも比較的まともな村上総務大臣、そうですね、ちょっと皆さん指摘が多いので、先に取り上げるか、ですね、高市さんが、自民党がね、やばいんじゃないかっていう話はですね、いろいろ出てるわけですけれども、これなんですよね、石破前政権の閣僚をですね、みんな会に掲載してるらしいんですよ。恐ろしいことに。代表例は村上誠一郎前総務省ですね。斉藤元彦さんを暗に批判したりとかね、いろいろ自民党の範囲内ではありますけれども、言うべきことは言ってくれた方だということで記憶しているんですが、前回比例1位だったのになんと今回比例10位になったと。で、いずれも比例単独の候補で、安倍敏子さん文科省もですね、20位になってるし、北海道ブロックでは伊藤義孝さんもですね、6位になってますんで、おそらく全員落選するんじゃないかと思います。自民党のネガキャンしてる人間が言うことではないかもしれませんけどですね、正直だから、自民党内では比較的マシな選択肢である村上さんがですね、確実に落選するという。で、杉田さんはどの辺に来るのか知りませんけれども、おそらくそれなりに上の方でしょうから、選挙区で落選しても比例復活しちゃう可能性があるわけですよね、大阪5区で。はい。
いやー、ほんとこれ、高市政権からの明確なメッセージですよね。まあ、石破さんみたいな人たちはいらないのだと。だから、石破さんのね、派閥にはみんな落ちてもらって、自分たちのね、そういう杉田さんとか裏金議員とかそういう仲間たちは、働く機会を与えてほしいというですね。だからまあこういうところからもう自民党は少しずつ崩壊していくんじゃないかというふうには思います。はい。だって村上さんはもうですね、お年ですから、まあ党を割って出るようなことはないかもしれないですけれども、まあ正直ね、やってられないじゃないですか。もう議員さんになれないわけだし。だから自民党にいる限りずっと冷や飯を食わされるわけなんで、まあ我慢できないってなった人たちは、まあ中道に行ったりとかね、国民民主党に行くっていう選択肢もあるんじゃないかとは思います。はい。やっぱつでさん、コンカラスです。自分の選択局は自民、維新、中道、賛成なので中道一択ですと。まあ、それはなめはないですよね。はい。私は、まあ、中道さんにはですね、懐疑的なところもあります。もちろん、左翼なので、はい、ありますけど、参政党とかで自民党とか維新をね、勝たせるわけにいきませんのでね。はい。自民党でも比較的まともな村上さんがね、こんな扱いになりますからね、我が県の英雄がこんなひどい扱いに、四国の方がいらっしゃる。いや、100% 純粋の嫌がらせですからね。で、どんどんそうやって自分たちの株を下げていくでしょ。だから村上さんね、多分小選挙区に他の政党から打ってても普通に勝っちゃいますよね。いいんですかそんなことして。怖いよ、ロチがっていう。まあ、高市政権はもうあまり持たないんじゃないかとも言われてますけれどもですね。だから村上さんが中道に来てなんかね、大活躍したら大変なことになりますよね。いいのかなっていう風に気がしますけど。いや、ほんとね、自民党離党してほしいですよね。石破内閣の全員中道に行きゃいいんじゃないですか無責任なこと言っちゃいますけど。いやー、本当にね。杉田さんはまあ多分最初から比例復活が狙いでしょうね。だから大阪に配置されたんだと思いますよ。おたの文化さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。参院選で落選するまでに近所に杉田と高市のツーショットポスターがあってありました。村上やっさんは中道来てほしい。石破茂にしても自民党離党するほどの胆力はないのかな。ただ村上さんちょっとね、まあもう年齢も年齢なのでどうなのかなという気はしますけどね。でも石破さんは本当党割ってほしいですよね。はい。という感じですけどね。で、まあ、ただそんな高市さんなんですけども、なんかね、ちょっと全部取り上げると時間がなさすぎるので、ちょっと省略気味でいくんですけども、次から次へと暴言を吐いています。はい、ちょっとすいません、映像が50秒ほど流れますので、ご注意ください。中国とアメリカが衝突した時に日本が出ていって軍事行動を起こすという話でないこと、これだけは申し上げたいと思います。台湾と日本の距離っていうのは、東京から熱海の間ぐらいですよね。そこで、大変なことが起きた時に私たちは台湾にいらっしゃる日本人やアメリカ人救いに行かなきゃいけないわけです。そこで共同、行動を取る場合もあるわけです。そこで共同で、行動を取っているアメリカ、軍がですね攻撃を受けた時日本が何にもせずに逃げ帰るというところに日米同盟、潰れますから、あくまでも法律の範囲内で現在の法律の範囲内でそこで起きている事象を総合的に判断しながら対応するということです。中国とアメリカ、はい。まあ、田村委員長のね、症状が全てを表してると思うんだけど、また台湾有事に言及してるよって、あなた反省というものがないんですか？で、何を言ってるかというと、台湾にいるね、日本人やアメリカ人を助けに行かなきゃいけないので、アメリカと共同行動をする場合があると。アメリカ軍が攻撃を受けた場合、日本が何もせずに逃げ帰るというような日米同盟が潰れることになるので、できませんっていうような、ね、トランプさんの話聞いてたっていう、いや、トランプの見方も私はしないですけど、またとんでもねえコメントをしてて、中国はね、とりあえず、静観してくれてるようなんですけど、高市早苗氏の発言は法的に峻別される邦人保護と武力行使を混同させています。邦人保護は自衛権の範疇ではありません。在外邦人の保護輸送はあくまで相手国の前提とした警察権的活動で国際法上の自衛権の行使とは明確に区別されます。当たり前ですよね、これ。
で、台湾有事の際、台湾または中国の同意なく自衛隊が救出に入れば、それは救出ではなく領海侵犯になる、領域侵犯になる、国際法上の侵略行為になります。救いに行かなきゃいけないという情緒論で突破できる法的ハードルではありません。救出の名目で実質的な戦闘参加をなし崩し的に認めることは憲法9条及び現行安保法制の枠組みを根底から覆し、政治家が法の支配を軽視する姿勢が極めて危険で端的に論外ですと。まあ、筋肉弁護士さんが解説してくれてますが、まあ、この通りですね、付け加えることは特にないです。だから田村さんはね、当然こういうこと分かってらっしゃるからね、何言ってんだこの人はっていう、まあ、この表情に全てが現れてると思うんですけど、だからなんでこういうことを不用意に言っちゃうのかと。だから本当に危険ですよね。だからただでさえね、今このように激しく世界中から非難されているし、まあ私はもちろん台湾の自決権を守らなきゃいけないという立場でありますけれども、だからといってね、中国をね、むやみに挑発していいということにはならないですよね。はい。ということでですね。で、まあ、中東の最大の問題はまあ、斉藤党首だと私は正直思ってるんですけど、斉藤さんはなんかね、自民党寄りの姿勢をちょっと隠さないので、ちょっと困っちゃいますよね。応援して大丈夫なのかと、まあ不安に思ってる人も多いと思いますし、まあ左派政党はやっぱり共産党さんとかね、今回伸びるべきだと思いますし、左派側から批判しないと、まあ中道さんはね、最悪の場合、まあまたね、公明党さんが分裂して自民党に戻っちゃう可能性はゼロじゃないので、そこはね、きっちり批判していくべきかなと思います。はい。だからね、田村さんのこういうところがね、ちゃんとその市民にね、評価されてほしいなと思うんですけどね、表情でちゃんと抗議するというですね、はい。のけぞってましたからね。で、ちなみに台湾の市民のことでは一言も触れてません。だからこの人のどこが台湾支持者なのっていうね、私からはちょっと腹立たしいんですけど、はい。まあ官僚もペーパーを挟めないのでもう無敵状態ですよね。ひたすら喋ってるって。トランプから東半球のことは知らんとまで言われたのに在日米軍が動くことに期待してるのがおかしいだろっていう。本当に。だからトランプさんから何言われたか知ってたっていうか、覚えてないのっていうですね。いやー、本当に。呆れてしまいますよね。だから自分がやってなんかねまあ従うような姿勢をこびたり従ったりするような姿勢を見せているトランプの言うことさえ分かってないのかと。はい。ね。斉藤さん哲夫党首はね、正直何考えてるか今ちょっと読めないのでね、私は何とも言えないですけどね、公明党に詳しい方に研究してほしいですね。特別軍事作戦やってほんまにのけぞってるし、邦人保護って今までそういう問題が発生してないのにもう喋らないでほしい。いやーもうね、いやだから本当ね、だから福島みずほさんか田村さんか辻元さんが日本初の女性首相になるべきだったんですよ。でもそれをならなかった世界観に我々生きてるんですよね。はい。いや、ほんと共産党さんの方がね、ちゃんと国益考えて中国にも抗議してますからね。ほんま情けないですよね。うわ、言っちまった。日米同盟知らんわってね。本当に。もう。だから安倍さんの方がね、よほど抑制聞いてたんですよ。その通りですよ。だからね、安倍さんはここまでね、露骨なこと言わなかったわけじゃないですか。腐っても安倍晋三だから。で、首相としてのまあ一応振る舞いっていうのはね、抑制的にしてたわけなんですけど、まあ高市さんは全くそういうところが見えないというか、まあ議員の時以上にある意味過激になっているとも言えるわけですよね。こういうその立場の差っていうのを考えると。はい。ですね。そう、どうもね、なんか他人の話をちゃんと聞いてないんじゃないかっていうね、私も聞いてない方だけど、政治家がそれじゃダメだろうと思いますよね。で、極めつけはこれです。はい。テレビで北朝鮮DPRK を核保有国と発言しました。政府は公式に認めずということで、同じタイミングでなんか10回、3回とか4回とか出現するのやめていただけないですかっていう感じなんですけど、高市早苗首相は26日の夜、各党党首と出演したテレビ朝日のニュース番組で北朝鮮、DPRK と中国、ロシアを挙げた際にいずれも核保有国であるということを発言しました。日本政府は公式に DPRK を核保有国であるとは認めておりません。いやー、これはまあ保守派の人からももう呆れられてるんですけど、これはこれでもうとんでもない発言ですよね。単に
DPRK を挑発してるにとどまらないんですよ。政府の公式見解とマジ矛盾してます。最大の問題は日本政府の公的立場と首相の発言の食い違いです。DPRK の核開発を日本政府は断じて認めてない立場なんで、核不拡散条約 NPT 上核保有が認められているのは米、ロ、中、英、仏の5カ国のみです。イスラエルは当然ね、隠し持ってるし、イランも隠し持ってるし、DPRK も隠し持ってると言われているわけですが、北朝鮮のね、核保持を既成事実として受け入れてしまうリスクがあります。非核化交渉への悪影響は当然避けられず、これがうっかりであれば、危機管理能力や基本政策の理解度が著しくね、問題があるということになりますし、意図的であれば、同盟国であるアメリカや同じく DPRK の核の脅威にさらされている韓国との足並みが乱れる。だからね、イ・ジェミョンさんをバカにしてますよね。彼があれだけ慎重にね、日本にも足毛にしないように立ち回っているのに、仲良くドラム叩いてたのに何言ってんだこの人はっていう感じですよね。だから韓国と足並み揃えて DPRK の非核化をなんとかしようとね、ああいうミサイル撃つのやめてくださいと言ってたのに、スタンドプレーで発言してですねなんか激しく反応し始めたらどうするつもりなんですかという、本当ね、この人、高市さんが酷なんだというような、批判が結構ありますけれども、まさにその通りだなと思います。はい。まやさんお疲れ様です。ありがとうございました。三権分立を破壊した安倍、国際立場を破壊した高市対だくらい。何しとんねん。もうダメだ。息するように絶火を。今後も次々と過去の政府見解を踏み越えてくるのには、ほんとね、何が目的なのかなって。だから結局、憲法をなし崩しにしたいんじゃないか、この人はという気もしますよね。だから、9条があるという、現在のね、立て付けの範囲内でも、こういった、軍国化というか、踏み込んだ発言が許されるんだったら、事実上憲法を私文化できますよね。はい。それが真の狙いなのかな、あるいは何も考えてないのかなとよくわかんないところがあるんですけど。だから本当ね、ネトウヨ首相にしてはいけなかったっていう話ですよね。そうですね、国民の危機感をやっぱ煽りたいのかなという気はしますね。はい。岡田さんは中国のスパイではありません。にしてもこうやって良くも悪くも高市さんが話題の中心になってしまうのは少し怖いですと。そうですね。高市か高市でないかみたいになるのは思うツボだと思うので、やっぱりね、まず大問題は裏金議員の皆さんが公認されます。自民党に投票されるとこの人たちに得票がいきますが、それでよろしいんですかということは訴えた方がいいかなというふうには思います。はい。でさっき名誉毀損がどうとか言ってたけど、こういう発言も、飛び出しているのでちょっと取り上げますけど、野田内閣も12月に解散したんだから別に私が解散してもいいんじゃないかみたいなことを言ってて、野田さんがだから自民党から散々批判されて、それこそね、消費増税をめぐって急に解散したのがですね、11月の半ばの話なんですけれども、12月にだから選挙したじゃないかみたいなことを言ってるわけなんですけど、12月16日の投開票だったわけです。それで、安倍時代がまたやってきたわけですけれども、だからそんなこと言われたら野田さん怒るに決まってますよね。っていうか誹謗中傷だし、自分は1月に解散して2月に真冬にね、この状況で選挙をやろうとしてるんだからね、言い訳の余地ないでしょっていう話でしかないんですけれども、はい。なのでですね、だからありとあらゆる方向で問題があるわけですけど、サリーさんの発言、期日前投票開始に入場券が間に合わない自治体が出ており、真冬の豪雪地帯で投票所への移動リスクが跳ね上がっている。受験シーズン直撃で18歳から19歳の投票機会が実質的に縮んでいる。点字補正版の選挙広報が短期日程で間に合わない恐れがある。在外投票の期間が短すぎて距離のある一言振り。期日前投票でも1月には最高裁国民審査ができない。選管公務員が準備に追われ、周知や対応が遅くなる。考える時間そのものが圧縮され、熟慮の権利が削られる。枚挙にいとまがありません。最悪の選挙ですと。はい。間違いないですね。いや、ありがとうございます。的確にまとめられてると思います。
だから雪国だけの問題じゃないっすよね。だから最高裁のね審査が一緒にできないと、それも私ちょっと気づいてなかったですけれども、だから一緒にいつもやってるんですけど、1月はできないわけですね。でまあ戦艦の方とかもね死に物狂いで今やってるという話でございますし、まあそもそもね高市さんを支持してる若い人たちは投票に行かないんじゃないかという話でもありますよね。そう、受験生の選挙権のこと高市さん忘れてんじゃないですか。本当に覚えてないの、18歳選挙権が与えられてることっていう。はい。まあ、なので高市さんがですねもうやばい状態になっているのではないかと、精神的な問題とかではないのでちょっとあれなんですが注意してほしいんですが、過去の総裁のように選挙となれば周到な戦略を練って全国飛び回って街頭演説を行わないといけないし、まあおそらくね衆院解散した時点でまあアドバンテージがあるわけだから即座に動けるわけじゃないですか、普通だったら。あえて普通と言いますけど、自分が決めた選挙なんだからね、ここに行くぞみたいな感じで決めて、先にね応援とかすればいいわけですよ。まあ法律の範囲内で。でもやらないと。で相談なしに解散したことで現場が大混乱しており、執行部に批判が来てるもんだからおじけづいて街頭に出てこないつもりみたいだと。それで当初で、自民党単独過半数の読みも雲行きが怪しくなってきたということで、実際ですね解散後初の週末ですね街頭に出てくるだろうと言われてたんですけど、なぜか、出てこなかったんですね。いろいろと忙しいと。まあだからテレビに出まくってたわけですけれども、テレビではああいうしてですね暴言失言を繰り返し、街頭ではですね全く訴えなかったということで、まあだから高市さんが何考えてるのかはまあ本人のみぞ知るというところなんですけど、やっぱり高市人気でね自民党をなんとかしようみたいな戦略自体が破綻してるのではないかなと正直思います。まあテレビを見てね党首討論とかで好感を持った人たちは投票しに行くかもしれないですけれども、だからといってですねなんだろう、もともとのやっぱり自民党支持者みたいな人が行かないとか、高市支持層のね特に若い層などがね行かないなどっていうことになりますと、まあ厳しいは厳しいですよね。はい。WW2 で日本は戦争に負けていないと主張する日本会議でよろしくやっているからこういう認識になるんだろうとこういうことを考えられないのか無視してるのか分かりませんが、いずれにしろ総理大臣の資質がないと言われてもしょうがないですよね。本当行き当たりばったりだし、何考えてるのかやっぱ分かんないって身内にも思われてるのはまずいと思いますよね。自身を危険にさらして豪雪をかき分けて選挙に行く人がどれだけいるのか。自民党が勝つには高市をホテルに入れていくというまあ逆にやっぱりねなんかテレビ局に缶詰させてずっとテレビでなんか喋ってた方がもしかしたら効果的かもしれないですねポピュリストなんで。はい。でまあなんか集英社オンラインさんが我々を見捨てる気かと女王の応募解散、この書き方ちょっとどうかと思うんですけど、で自民党は崩壊寸前だみたいな、ちょっと煽り気味の記事を出しているんですけど、まあいろんなやっぱり自民党内からも高市さんへのね批判が噴出してて、なんでこの人は公邸に自分でなんかいきなり解散するみたいなこと言ってるのに公邸に引きこもってるのかと。でそもそもね公明党の戦略に勝てないのではないかとか、まあ公明党にいいようにやられて、まあ勝っても負けてもね公明党さんってね、なんか急に自民党に返り咲くこともまあできなくはないし、まあだから高市さんが大負けしたらですねそれだけ選択肢が狭まれるわけじゃないですか。まあ多分参政党はだから連立を企んでると思うんで、そのお話参政党の時ありますけれども、まあとにかく自民党内での評判がめちゃくちゃ悪くて、高市やめろ高市やめろと早速言われ始めているということらしいです。はい。ね、なのでですねJX 通信の米重さんが、まとめてくれてるんですけど、高市内閣の支持率が 10% ほど下落したそうです。今60% ないくらいみたいですね、調査によると。毎日では前月比、10ポイントマイナスとなっており、選挙 .com と JX の通信の、先週の調査では、70% から 63% に下落したと。これは予見できたことでした。先週末の調査では首相が解散を正式に表明する会見の前で解散することだけが報道で伝わっていたが、強く支持する層では7割弱が解散判断を妥当とした一方で、どちらかといえば支持する層では解散を妥当とした層は3割程度であったと。だからライト支持層の人たちはですね、やっぱりこの時期に解散するのはちょっと
いや、私受験あるんですけど、高市さんちょっとどうしたんですかみたいな感じの反応で困惑してしまってるみたいですね。で、消極支持層は予算成立が年度をまたいで先送りになってまで高市内閣を支持する理由を見失っている可能性もあると。会見での反応も注目されたが、首相の高市さんが首相でいいかどうか主権者たる国民に消えてもらうという想定設定も必ずしもワークしていないのではないかということで、なのでいろんな意味でね、高市人気で持ちこたえる、高市人気で何とかするみたいな強引な手法はもう使えないのではないかという雰囲気になってきてます。はい。このまま大負けしてくれればいいなと思います。そう、の割にはね、過半数取れなかったら辞任するみたいなこと言ってるんですけど、本当に辞任する気あるのかという気もしますよね。今週に札幌行きますよ。はい。マジで来るみたいですけれども、この雪の中でどうやってね、暗記するんでしょうね。去年の自民党総裁選の時点でメディアが毅然と高市さんを批判しておけばって、その点はね、JX さんもね、相当罪があるのでですね、今更、頼重さんもこのから紹介する日経さんもそうですけど、あなたたち高市支持だったでしょっていう感じはするんですけれども、はい。ようやくちゃんと批判するようになってきてくれたわけですよね。はい。高市はもともとこんな人です。車スタックしろって。ですね、いやでも本当車スタックするんで皆さん本当気をつけてください。ただ柔道さんに関してはですね、ちょうど立憲と公明分のぐらいを集めて、無党派層からもなんだかんだでですね、それなりに今支持を集めているそうでございます。なので予想通りといえば予想通りの感じにはなってるんじゃないですかね。ただ共産党さんの票が残念ながら伸びていないことと、あと自民党は無党派層からの流入はやはり大きいんですけど、維新とか国民とか参政党からですね、こううりゃーっとやっぱり高市さんに支持が流れているということで、確かに自民党の支持率はですね 4% ぐらい上がってるんですよ。ただ 4% 言うて 4% なんで4% 上昇したところでですね、自民党が大勝ちできるかというと、この結果から見るとかなり怪しいですよね。なんだかんだ言って立憲の支持層の人たちみんな中道に移動してるので、はい。一部の方はね、共産さんとか別の無党派に流れてるみたいなんですけれども、はい。このまま大勝ちするというのはちょっと難しくなってきたのではないかなと思います。そうですね、公明党さん、広報はやっぱり上手ですよね。公明党というか自民党と連立してた時代からめちゃくちゃうまかったので、SNS 戦略は任せていいんじゃないかという気はします。3分の1までは削れてないかな。どこまで削れてたっけ？ここに書いてあるんですけど、なんだっけ。立憲の民主党の、11% を選んでいたうちのうち、今回中道を選んだ人が6割で、残りの半数の4割ぐらいは分からないと答えていたということで、態度を決めかねているのが4割ぐらいはいらっしゃるみたいですね。はい。ただ、なんだかんだ言ってこんな感じで、維新とか国民から若干流れたのと、公明党がそのままボーンと来たので、立憲と中道、立憲と公明を合わせたぐらいの、規模感にはなっているということですね。はい。参政党がどれだけ自民党の票を食うかですね。はい。中道のサブチャンネルもなんか今風、公明党さんずっとそうなんですよ。なんかね、バズらせ系の演出をしていたですね。なんでこんなことを公明党してんだろうっていうふうに私ずっと思ってたんですけど、広報は上手ですよね。25、6日、バスやトレーラーがスタックしまくり、JR とバスが運休しまくりの豪雪札幌市街地で自民党カーが元気に走り回っていて、俺は切れました。それは切れるわ。いや、ほんとひどかったですよね。だから地獄のようでしたからね。だからこんな状況で選挙すんのかって話なんですよね。はい。高市さんのだから弱気な発言に関しては、このような調査結果が出ているので、大勝ちはもう無理になったというところだとは思うんですけど、ただどうなんでしょうかね。なんかいろいろグダグダ感はあるよなと思いますが、ただ高市さんの最大のアキレス腱はやっぱり経済問題ではないかということで最後締めますが、日本経済の実力としての成長力を示す潜在成長率の要因を分析すると、日本人の底力といえる技術革新力や働き手の効率性をうんぬんかんぬんみたいな、
なんかポストをしているんですけど、なんかね、これ画質も悪いし、文字が潰れててですね、実際これちょっと文字が小さいんですけど、とにかくなんか補助金を出しまくりますみたいなことしか書いてなくて、高市さんが自分で作ったのからみたいななんか異様にクオリティが低いんですよね。で、まあこんなことをずっと言い続けているわけなんですけど、日経新聞がですね、忍び寄る財政破綻の足音、高市早苗首相、異論を封じるなということで、全面的に高市さんの経済政策を全否定するような長文を出していました。日経は最初からこれを書けよという話なんですけど、円安とね、国際崩壊で、相当な危機感を持ってるということだと思いますし、おそらく財界からね、切られつつあるので、やっぱり高市ではダメだという話にですね、財界側からはそういう話になってしまってんじゃないかなと思います。自民党に日本維新の会が閣外協力する高市早苗政権だが、経済財政政策は責任ある積極財政に名を借りた大盤振る舞い、ここに極まれりであると、歴史的視点を踏まえ3ヶ月の経営を検証すると、これ有料記事なんですけど、実際東條英機内閣とかに叩いてですね、戦時国債を無限に発行してるのと同じだろみたいまで言い切ってますすごいなと思ったんですけど、ついに日経新聞までもが大きく財政破綻危機を取り上げた、大林客員編集員はこれの執筆者の方ですけども、かつての日経新聞の花形記者の一人であると、経済財政政策は責任ある積極財政になりかれた大盤振る舞い、ここに極まれりだ。消費者物価は 3% 程度の上昇基調にある。その分政府の、消費税収が増える。首相は税率を上げずとも税収が自然増に向かう強い経済の実現を繰り返すが、その実はインフレ税だろうと。先ほどコメントでも指摘がありましたけど、インフレーションしてるんでですね、ひたすらインフレの分だけで高い税金を払ってるだけなんですよね。だから何の意味もないというか、税収が増えてるからいいんだと高市さんは言い張っているんですけれどもね、実際インフレしてるんだからいい帳消しでしょという話なんですよ。で、円相場の下落は一段の物価高騰をもたらすだろう。月々の稼ぎが預貯金や思ったほど増えていない多くの納税者の懐に財務省が手を突っ込み気づかれぬようインフレ税を奪っているのが現実である。これは財政破綻処理の初期症状ではないのか。敗戦を経て戦時国債は紙くずと化していた。46年諸物価暴騰の嵐が吹き荒れる中、政府は預金封鎖を断行し現金引き出しを原則禁じた。新円切り替えでタンス預金も無価値にした。国民からの富の収奪という最も手荒な、当時の、戦争敗戦による財政破綻処理であった。それから80年を経た日本で、隣組読本の記述は、政府債務の累積を問題視しない人々の主張に似ているのではないかと。隣組読本に何が書いてあったかっていうと、戦時国債でですね、みんなお国のために投資しましょうねって、国の借金だからね返す必要はないんだよっていうようなことが書いてあったんですけど確かにね、高市さんの主張と全く、高市さんとか高橋陽一の主張と全く同じなんですよねだからね、軍拡増税なんて絶対やっちゃいけないとあれだけ言ったのにこういうことをするから、経済界からもね、ついに見捨てられつつある、高市さんと自民党なんですけど、彼らの明日はどっちだという感じですが、私はですね、自民党が解体してほしいなと心底思っております。はい。ということでですね、秋山さんおやすみなさい。来ていただいてありがとうございました。いや、自分で作ってないとしたら、このクオリティの低さやばいなと思いましたね。文字潰れてて、これ拡大しても本当に読めないんですよ。はい。現在で政府主導で経済成長するわけないだろうというね。だから考え方自体が時代錯誤ですよね。はい。中央省庁が作ったのかな。政府の赤字は会計の黒字ですみたいなんですね。だからそれがやっぱりデタラメなんですよね。はい。海外の権威あるメディアにもトラッシュショックとなぞられて報じられてるし、やばいんだよ、マジでと。今回ね、ベセントとか、アメリカからもね、かなり強い批判が来たので、日経は慌ててるんでしょうね。遅いよって感じですけどね。いや、補助金出しまくりで経済成長とかだからできるわけないし、だからそれのためにどれだけの国債発行が必要なんですかという話でしかないですよね。だから財政破綻しますよ、そんなことしたら。そうだからね、やっぱりその戦前にね、無限に膨らむ軍事費を補填するために戦時国債っていうのを発行しまくったんですけど、その歴史と似てるわけですよね。はい。
いや、ほんと森永さんはなんかね、思想的にはね、悪い人じゃなかったんだけどね、やっぱり無限国際発行説みたいなのを出しちゃったのは非常に罪が深いと思いますし、まあ、財務省陰謀論とかもね、彼が広めた面はありますからね。はい。新卒の時にガソの低い資料を作って怒られたわ。高市さんのツイートにしてはね、随分批判されてると思いますよ。ほら、比例区の投票用紙に自民党と書くと裏金議員が当選し復活してしまいます。絶対やめてくださいって回覧板置かれてるし。アメリカにレートチェックさせて円安止めたのにまた円安にしたいのかと。日米当局がレートチェックで円安を必死に止めた直後にまた円安家族の積極財政を叫ぶと言うんですか。通貨の信任より選挙の票が大事なんですか。TM 報告書の件はどうなったんですか。やめてください。血税です。無駄な選挙、ばらまきなどありえません。ベッセント様の恩をあだで返すんですかみたいな。まあ、親米派の人たちからもめちゃめちゃ怒られてますね。まあ、経済音痴の高いショックで日本はズタボロだみたいな。まあ、左派の人も右派の人もみんな、まあ、揃ってですね、このようにボロカスに書いているわけですね。まあ、さすがにこれはね、もう、高市さん、ダメじゃないかと思いますよ。やっぱ経済界から見切られつつありますし、まあ、いくらね、自分の邪魔な石破派とかを排除したところで、裏金議員の人たちが復活できるかどうかもわからないわけですし、まあ彼女のね、行く道は参政党とかと協力して極右政権化するしかないんじゃないかなと、まあそれはそれでやられたら嫌なんですけれども、個人的には思います。株 FX 界隈の人たちもめっちゃ怒ってますね。だから最初からそれ言えっていう話なんですけどね、私に言わせれば。まあ彼らも彼らでね、織部なので、決して、左派というか、人権とかね、こういう戦時国際みたいな歴史のことを考えて批判してくれてる人ではないんですけれども、はい。まあ左右からね、ボロカスに言われ始めてるから、もう終わりやろっていう感じはしますよね。いや、ほんとね、やっぱ経済のことで、最初から勉強し直してほしいですね。トルコやアルゼンチンもそう、名目上経済成長してますからね。まあ、ジュンちゃんさんとかを指摘してますけどね。ああいう国みたいになっていいんですかっていう話だと思いますよ。まあ、そもそも入管のね、クルド人差別とかもね、まあ、トルコのやってることを真似てるわけで、日本とトルコって何かとね、似てるところが結構あると思うんですけれども、はい。だから、ああいうね、独裁者が支配してるようなね、国の真似をしてはいけないと、個人的には思います。はい、ということで、高市政権の話でございました。まあ、すっかりうんざりしてますけれども、最後ちょっと参政党の話して今夜終わりにしたいと思いますので、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼いたしました。資本論を読んでください。資本論の学習会を共産党にお願いしましょう。市議長やってくんないから衆院選の後でいいからやってくれないですかね。高市さんとかみんな呼んで、最初から勉強し直しなさいっていう感じでね、教えてくれないですかね。あけりですよっちゃんさん、こんからすです。森永拓郎さんはね、ちょっと最後はあんな感じだったの残念でしたね。はい。デザートではないんですけどすいません。ちょっと順番上こうならざるを得なかったんですが、最後参政党の話したいと思います。I am Japan。今我が国は危機的状況に直面しています。30年にわたる景気低迷、苦しくなる一方の国民生活、世界では紛争が続き、食料自給率の低下、うんたらかんたら、日本はまだ間に合う。一人一人が日本であるという、まあ日本人ファーストがね、よっぽど差別だって指摘されたのが嫌だったのか、わけのわからない、まあ、キャッチフレーズを出してきたわけですけど、まあこれある意味でも神谷さんらしいって言えばらしいですよね。こういう人ってまあ基本的に私は日本を愛してるわけじゃないと思ってて、自分の肥大化した自己愛の延長線上に日本という存在があるから日本大好きみたいなことを言ってるわけですよ。だから日本すごいって褒められると、
自分が褒められたような気がして、気分が良くなってしまうっていうですね、ナルシズムの問題じゃないかなっていうふうにずっと思ってるんですけど、でナルシストって陰謀論の人とね、相性が良くて、自己愛の強い人って陰謀論にはまりやすいっていう傾向もあるらしいので、神谷宗平さんが日本であり、私が日本であり、アイアムジャパンであるというね、この英語を使ってるところもとてもいいですよね。なんか、その価値観が、あんまり言いたくないけど、アメリカ人っぽいのかなという気がいたしますよね。はい。チンは国家なりを連想した人もそうですね、たくさんいると思うんですけど、はい。ギャグですか？私は日本国です。参政党の改正者が言ってましたわ、アイアムジャパンと。食料自給率 100% 公約の党だって。とにかく受けるフレーズを出しとけばいい。集団的ナルシズムだろ。一人一人が日本、アイアムジャパンって言ってましたって。だいぶ滑ってる感じなので、良かったは良かったんですけど、ただ参政党さんのね、目的としてはですね、3月4日に競争という、3月7日か、ね、競争というものをやるので、そのためにですね、少しでもちょっと今回のですね、衆議院選で躍進したいという話ではないかと思います。これどういうものかと言いますと、政治資金パーティーでございます。政治資金パーティーの概念を覆す熱気あふれるライブ体験、国家斉唱、ライブバンド、お笑いパフォーマンス、そして熱血演説までが融合、会場全体が熱気に包まれる競争の空間で政治を楽しく、最も身近に感じることができる、あなたの知的好奇心を刺激し、心を躍らせる一日を約束しますと。なので、政治資金パーティーをですねこのように、オーケストラコンサートのような趣でやるという、実際オーケストラを演奏したりするわけじゃないと思うんだけど、3月7日にこれがあるんで、お金を集めるためにはですね、参政党が躍進しておく必要があるわけでございますね。はい。ちなみに SS 席と S 席は常に売り切れておりまして、 SS 席は20万円、 S 席は10万円でございます。 A 席に関してはまだ、売り切れておりません。買う人いないと思うけど、神谷宗平代表のサイン入り色紙 CD 僕は日本を諦めないが手に入るそうでございます。一般席に関しては2万円でございます。車椅子席はなぜか安くならない何なんだろうなちなみにもう売り切れてしまってるんであれなんですけれども、20万円のですね、コースをやった場合ですね、ボードメンバーとの記念撮影とか、サイン会とかがあったらしくてですね、もう完全にアイドルですよね、この人たち。アイドルタレントのイベントそのものでしょうという、感じなんですけど、これが参政党だというところでございますよね。はい。非常に参政党らしいなと思います。ということで、ライブ、石破茂は資本論読んでた。石破さん資本論当然読んでたと思いますよ。でもお高いでしょ？笑っちゃいけないんだけど、鳥肌実るより面白くなってきた。いや、だから面白がってはいけないんですけどね。いや、競争の語使ってほしくねえわって。安藤さんのパートナーさん、ダイナさんも呼んであげてほしい。国会議員なら資本論とプロリンぐらいは読めよ。高い席が完売、カラオケ大会、神谷のサイン転売しようかな。金集めは本当天才的に上手なんですよね。その話もちょっとしたいと思うんですけど、国民民主もここは出ろコツじゃない。日本保守党の話題、ディナーショーでもこんなにトラウマっていうですね。ちなみに日本保守党に関してはですね、小野寺勝という北海道から出る差別主義者がいるので、絶対落選してほしいと思います。はい。なんでですね、今の比例投票先、さっきの朝日の一覧もあったんですけど、日経新聞様が世論調査したところ、高市さんはね、ネガティブキャンペーンの効果もあってかですね、40% から 39% ぐらいっていうことなんですが、男性、女性、全層で、参政党がですね、7% という中道、維新、国民、賛成でですね、維新よりも高いっていうような、率が出てるんですよね。だから参政党って一時、高市政権ができてからかなり埋没してたと思うんですけど、ここに来て大復活してしまっているという感じですね。はい。で、なんでその参政党が今伸びてるかという話なんですけど、政権の一角に入れる野望を隠さなくなってきたのではないかという、話で、東京で今日第一声が放たれたんですが、
解散はどの体制で日本を動かしていくかということだ。日本を動かす政権の一角にしっかりと参政党を入れていこう。なぜ欧州が没落したのか。それは移民が原因である。同じことを日本は周回遅れでやろうとしている。移民を入れないのは排外主義ではない。はい、排外主義です。移民を入れない方が国が安定し経済が回る。はい、これも排外主義です。そうなるように国を作っていけばいいのだ。参政党は議席をしっかり確保し、世界の最先端のトレンドに日本の政治を作っていくのだという。まあもう連立入りの野心を隠さなくなってきてますよね、これは。そういう意味の言葉じゃないですか。まあなんかね、参政党支持者の人たちは、いや連立するなんて言ってないじゃないかみたいなことを言ってる人もいるんですけど、政権の一角にしっかりと参政党を入れていこうって今まで言ったことあるってよくわかんないなという。まあ、一時の国民民主党のようにですね、連立するしないみたいな、ことを匂わせながらですね、キャスティングボードを握りたいのではないかというふうに思われてます。はい。ニルバーナさん、コンカラスです。チャットについてちょっとルール説明とか設けたのでよかったらチェックしてみてください。本当にガザ市民への寄付金って数万円集めるのも難しいんです。なのにその横で賛成とあっという間にクラファンで7000万円集めています。腹渡が煮えくり返りますね。いや、本当ですよね。なんでこんな奴らにって思っちゃいますよね。本当に。車椅子席が安くないのは私は車椅子ユーザーも歩ける人も区別しませんという。なるほど。なんか、ハンポリコレの人が言いそう。さすが波動のお米を買う権利を10万円単位で売ってる団体。まあ、いや、ほんと、霊感グッズとか売り出しかねないですよね。自分はそんなこと言ってないってお怒りでした。言ってるやんっていう。で、まあ、これが、参政党批判をしてるコメントなんですけど、神谷宗平氏は、麻生太郎氏と高市早苗首相にラブコールしていました。しかし連立の及びはかかりませんでした。高市人気で参政党の支持率が一時期ひどく低迷しました。まあ 2% とか 3% ぐらいになった時期もあったので、私もそう思ったんですけど、危機感を抱いた、高市人気にあやかる目的で高市応援を装った。ある程度注目を集め候補者が揃ったところで手のひら返しをした。炎上して神谷が若手に責任転嫁をした。今ここっていうことで、なのでですね、まあ参政党は高市さんとね志を同じくしてるみたいな発言をしょっちゅう、まあ若手議員の人とかね、神谷さん本人も結構言ってた、の記憶に新しいと思うんですけど、先日ですね、この藤本さんっていう若手議員の人が、高市氏を支持して党の壁を越えようみたいな、ことを言ったんですよ。でこれに対して有権者の判断に迷いを与えぬよう、ここは党の見解を一致していただきたいという、ようなことをですね、参政党支持者の人が言って、神谷宗平さんが藤本さんに厳重注意して、まあ藤本さんねかわいそうに謝罪させられたんですけれども、ごめんなさいというっていう羽目になったんですけど、神谷宗平氏自身が高市氏を応援しているという発言をしていたことに注意が必要であるってコミュニティノート書かれてるんですね。いやそりゃそうだよね。今までと言ってたこと違うでしょ。だからいきなり衆議院議員選挙になった途端に高市支持みたいなことを言ったこの藤本さんっていうね、まあ確かに迂闊だと思いますけど、に関してねいきなり厳重注意し始めるんですよ。お前今まで言ってたこと何だったんだという感じなんですけど、まあ高市さんがね経済界から見限られて、思わずというかね、思ったより支持が伸びそうにないので、まあ、神谷さんとしてはですね、ここはチャンスだと言って、まあ、参政党の勢いをですね、ここから大回復しようという目論みなのではないかと言われてます。はい。参政党を支持している人たちには本当にそれを移民を排斥すると解決するのか考えてほしい。いや、絶対解決しないですからね。はい。まあ、そもそもこういうことを言ってしまうのがね、排外主義そのものなわけですから、はい。っていうとこなんですけど、まあ、ただ参政党が恐ろしいのはですね、やっぱり地方にいろんな候補さんを着々と立てているとこで、北海道2区でもですね、放課後児童支援員、現役の放課後児童支援員である中田さんという人が、参政党の公認候補として立候補しました。目先の減税や外国人政策はとても大きな問題であり、日本は、北海道は日本の食料庫と言われており、これ以上第一次産業を衰退させることはできないと言って、まあ出てきているんで当選しないとは思いたいですけど、なんかこういうなんかね、その
教育に関わっているような人たちが結構続々と出ているらしくて、これ東京9区の鈴木文也っていう人なんですけれども、この人も参政党から出てるんですが、子供向け体操教室の指導員をやってるそうなんですね。日本の未来の子供たちを笑顔あふれる社会を実現するということで、いや、子供の教育に関わってる人たちが参政党から出てんのっていう、ちょっとビビる話なんですけど、地方にこういうですね、フレッシュな感じの候補を立てて、ごっそりと票を取っていきたいという狙いがあるのかなと思います。でこれ以前の配信でも言ったんですけど、アメリカの極右運動にやっぱり似てますよね。保守派ママ組織マムズ・フォー・リバティっていうアメリカの有名な団体があるんですが、米大統領選の新勢力に共和党候補者アピールに不信ということで、この人たちどういう団体かっていうと、トランプのね支持に暗躍した人たちだというふうに言われてまして、コロナ禍に発足して陰謀論とかを唱えながら、小中学生に成人人などのリベラルな性教育を禁止するよう、地方州議会に働きかける団体であると。現在44州で12万人の会員を擁し急速に拡大している。トランスジェンダーの権利制限を目指しているフロリダ州のデサンティスという、極右のね支持がいるんですけど、この人がマムズ・フォー・リバティの全国会議で演説したりとか、共和党の関連団体から多額の金が流れていたりとか、ですね LGBTQ 叩きにですねかなりの力を発揮したというふうに言われてます。なのでね、参政党が教育に手を突っ込むっていうのは、そもそも発達障害の存在を否定していたり LGBTQ の存在を否定していたりする団体なわけですから、そういうことですよね。でアメリカの動きをこうやって勉強してる人たちなんで、同じようなことを日本でも繰り返したいんじゃないかなという気がいたします。はい。ですね、新商品は言霊だそう。言霊売ってるんだ。それはもう統一教会っすね。いや、霊感商法でしょ。宗教であることが悪いんじゃなくて、霊感商法をすることが悪いんですからね。そこは誤解なきようにお願いしたいですけど。はい。うちの選挙区にも参政党の候補がいますし、昔だったら当選しないだろうと思えたのですが、今の世の中の情勢を見ると本当に油断できないですよね。だからこういう候補がポンと出てくるわけですからね。はい。学校の教育現場では様々なルーツを持つ子どもたちが混じり合っているはずなのに、一体彼らは何を見ているのかという。だからね、レイシャルマイノリティの子どもたちも当然こういう人たちは差別するでしょうし、恐ろしいですよね。はい。白人至上主義であるとか、こういう LGBTQ 叩きみたいなことをねやって、大変な問題になってたのがマムズ・フォー・リバティなんですけど、こういうね人たちと同じようなことを日本でもされると、子どもたちのね権利が侵害されることになると思いますよね。子供のためって、その子供の中に海外ルーツの子供や少数民族の子供は入ってないんでしょ。子供がどう思ってると思ってるのかと。いや本当ですよね。日本人ファーストみたいなこと言われて苦しんでる人たちがいっぱいいるのにね、そのことを無視してますよね。参政党の地方議員も演説で、行き過ぎた LGBT 教育にならないよう見張りますとか言ってました。もう本当にもう、いやだからそういう人たちだから絶対支持しちゃいけないんですよ。ここに来てる方々にはねそういう人いないと思いますけど、なんかのんぽりでなんか感じがいいからね、自民党も嫌だから参政党に入れるわみたいな人もね少なくない無党派層の人には結構いると思うんですけど、絶対にダメですよ。だからそういう人たちですから。でそこは絶対に変わらない部分だと思うので、はい。どんなね表面上いいこと言ってたって子供たちの人権を侵害するようなことを主張してる人たちを許してはいけないと思います。はい。そしてですね、ちょっと今コメントありましたが、福井県の知事選が先日ございまして、参政党を支援していた35歳の新顔の人が知事になりました。杉本さんというですね人がセクハラで、それを認めて辞職したことに伴う福井県知事選が25日投開票されたんですが、無所属新顔で元外務省職員っていうのもすげえなって思うんですけど、の石田貴人さん、真ん中の人がですね初当選しました。全国知事会
によりますと、このまでの全国最年少知事が田中さんという人だったんですが、石田さんが、最年少タイということでですね、自民党本部が無所属新顔での山田健一氏を支持し、立憲民主党とか公明党とか、その中道とか、その国民民主党とかいろんな人たちはみんな、山田さんを支持したんですけれども、なので保守分裂選挙になったんですが、保守分裂選挙を完全に制してですね、参政党寄りの、このですね、人が勝った、石田さんが勝ってしまうという恐ろしい結果になりました。はい。ね。百田直樹は移民問題が最低の争点で移民問題を言ってるのは保守党だけだって、いや、参政党も言ってますよね。いや、どっちにしろ極右なんだけどさ。いやー、ほんとね、ほんと最悪ですよね。ある意味、斉藤元彦より、どうなんでしょうね。資質的にどうなのかというところはありますけど、本人のやべえ主張がこれからちょっとお見せしますけど、宮城で善戦してやばいと思ったら悪夢が現実になりましたね。はい。いやー、なのでね、だからですね、この方に関してはただね、無所属だったじゃないですか。無所属だったんで、どういう主張の人かは、思想の人か分かんなかったわけですよ。確かに保守派だというふうに言われていましたし、だから私もね、ちょっとちゃんとしてチェックしてなくてね、お恥ずかしい話なんですけど、ちょっとこれから動画流しますので、嫌な方は1分間ぐらいちょっとミュートしててください。移民は反対です。福井県知事選挙立候補者の石田貴人です。私は移民政策には反対です。理由は、まず日本は単一民族国家です。次に、私たちだけですべきことがまだあります。最後に、国家の安全保障が大事だからです。今ヨーロッパでは大変なことになっています。もともと多民族国家でも移民は大きな問題になっています。多文化共生は大事でも、日本人を守ることが第一です。私は移民政策は反対です。はい。ということで。日本は単一民族国家であると主張する人物だったと。いやー、畜生、このこと知ってたら絶対取り上げたのにと思いつつですね。すいません。私が情報が弱いので、それが悪いんですけど、こういうですね、もうある意味参政党員よりも過激な主張をする人物だったわけですね。いやー、こんな人物が、若いというような理由だけで期待されて当選してしまうというですね、最悪の事態になってしまいました。はい。排外主義ですし、これレイシャル、なんて言うんですかね、そもそも差別的な主張ですよね。日本は単一民族国家じゃないので、少数民族の方々を、足毛にするような主張をしてるわけですよね。レイシズムそのものだと思います。はい。福井のことは何も言ってないんじゃないのっていうね。だから30秒の動画ですから、確かにあれなんですけど、福井について何も言ってないんですよね。移民政策反対って言ってるだけなんですよ。でもこれがバカ受けして当選してしまうというですね。いやー、本当に恐ろしいですね。そもそもこういう政策というか主張がですね、なぜ差別なのかということに関しては、下地ローレンス吉高さんという方がですね、多文化共生主義の構築を目指す前に必要なことということで、簡単に、詳しく書いてくださっているので、読んでください。日本社会にはすでに様々なルーツの人々が暮らしています。人々の認識や社会制度の中には我々は単一人種であるというモノレイシズムが深く根付いています。ちゃんと名前ついてるんですよ。単一民族主義ってモノレイシズムって言うんですよ。レイシズムですよ。レイシズム。で、さらに排外主義やレイシズムなどが密接に絡み合う中で心身の健康被害や制度的問題が生じており、現実を直視した多文化共生の取り組みのためには、まず全ての人の基本的人権が保障されるべきであり、モノレイシズムを主張するようなやつを知事にしてはいけないという話なんですけどね。いやー、知ってたら反対運動したのにという感じですが、ちょっとね、私などもね、ちゃんと情報チェックできてなかったせいで、福井ですね、このようなことが起きてしまいました。はい。そうですね。さすがにこの発言ね、すげえ批判されたんで、やばいと思ったのかですね、主張を取り下げてます。私がね、ちょっと、誤解を招く発言でございましたみたいなことを、どっかにあるから、書いてあって、ですね、ちょっと用意してこなかったんですが、一応その発言に、単一民族国家とかいう発言に関しては不適切であったみたいなことを、言い始めているんですけれども、いや、そもそもああいう動画を作ってしまう人間であることには変わりねえん
だよなという、話ですよね。はい。いや、ほんとステルス参政党なんですよ。はい。曖昧な記憶なんですが、一応この単一民族国家に、そうです、そうです。一応撤回したみたいなことを言ってました。はい。外務省出身でこの認識なわけないだろうし、この手の差別が表になるっていうこと、いや、分かってて、だからやってんじゃないかなと思いますよね。だから、本当ある意味、本当悪質、より悪質ですよね。本人のその差別主義的なその主張っていうのはまあ本心なのかもしれないですけれども、ものすごく強く主張していたわけではなくて、別に批判されたらね引っ込ます程度のものだったわけですよね。だから石田さんですけれども、でも人気を取っておいてそれで当選したらまあ批判されたのでポンとまあちょっとごめんなさいねみたいな感じで個人的な見解でございますみたいなことを言い出しているというですね、ちょっと用意してなくてすいませんでした。今これ出しますけれども、日本は単一民族国家という SNS 国家については個人的な見解であるということを主張しております。単一民族云々ではなく、移民や外国人労働者を無秩序に無計画に受け入れてしまうと問題が生じてしまうと、問題生じないけどね、これが排外主義ですけどね、という意味で申し上げました。そこの発言については訂正したいということで、一応まあ発言を訂正したそうですが、遅えよという感じですけどね。はい。ですね。そうですね。当然前任のセクシャルハラスメントは問題外ですけれども、差別を堂々と掲げる人間を当選させている理由にはなりませんよね。はい。出た誤解を悪く、言うんで言っといて今更誤解を悪くって、ヨーロッパの移民問題も出目ばかりじゃないですか。それに問題があるとすれば観光客にあるマナーぐらいで、そうすると日本人もそこに含まれますよねっていう。そうですね。まあそもそもだから移民の人たちがね、犯罪率が高いとかそういうのもデマですからね。そういう科学的根拠何もないので、はい。基本的に差別デマの類だと思っていただいていいと思いますよ。はい。もちろん地域によっては違いますけどね。移民反対と言った後に移民政策反対と言っていて意味が分かりません。どんな移民政策に反対なのかも分からないし、県知事が国の政策に具体的に何がしたいのか全く分からないと。そもそも県知事に移民がどうこうできる権利はないのではないかという。まあ国政の範囲ですから、だから正直ね、自分の範疇を超えてますよね。この主張自体がね。日本全体のね、画像をわざわざ出してるわけですし。はい。だからね、全くまあそのヨーロッパのね、デマをそのまま受け売りにしてるのも意味が分からんと思います。はい。で、25日投開票の福井県知事選に関しては、参院選政党がまあ支援した石田貴人さんが自民党が支持し、立民、維新、国民、公明が支援した事実上のまあ統一候補である山田健一氏に勝利してしまったと。高市首相対神谷宗平代表の代理戦争的な選挙であり、高市氏サイドが敗れたと。福井県は高市氏の夫の山本拓氏の元の選挙区であり、神谷氏の出身地であるということでですね、まあこれで神谷さんはだからますます自信を深めたんじゃないかなと思います。勝ったわけですよね、事実上、高市さんに。だから、瞬間最大風速的なものかもしれないですけど、候補者とか、まあ、その時のノリ次第では、勝てると。私はね、石田みたいなね、こういうレイシストの候補を立てれば勝てるのだというですね、神谷さんの確信が深まった可能性もありますよね。響坊さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。なので本当にね、こういう人たちがね、増殖するのは危険極まりないと思います。で、まあ、参政党って昔からそうなんですけど、まあ、こういうね、主張をずっとしてるわけなんですが、まあ、行き過ぎた多様性や LGBTQ の推進は、アイデンティティの混乱の誘発や言論統制につながる危険性があります。ないと思いますけどね。これらの思想の根底には、家族や社会を解体させる文化マルクス主義の思惑があるとして、多くの欧米諸国ではすでに推進を中止しています。まあ、これ当然陰謀説の類なんですけど、まあ、こういうことをずっと言い続けてるわけですよね。で、これは国際勝共連合の主張をそのまま引き移したものですと。こうやって極右のテキスト提供の役割を担わせるために統一教会と自民党は勝共連合を作ったのであり、自覚の有無を問わず参政党はその顧客であり教え子の一人です。だから私は参政党は外旋右翼の一形態だと主張してますということで、まあこれはこの人の主張ですけれども、まあ実際にそうだと思いますよ。自分たちはその極右だという認識はないのかもしれませんし、国際勝共連合のねバックアップを受けてるわけでもないかもしれないですけど、実際言ってることが
が全く同じなんで参政党っていうか神谷さんはそういったね草の根極右みたいな人たちの薫陶を受けながらですねいろんな陰謀論者の人たちと接触しながら自分の地盤を固めてきた人なので、それは以前も紹介しましたが、だから彼らがね躍進するということは自然とこういうね極右的な主張が、世に広がるっていうことでもあると思います。何度見ても鼻で笑ってしまうわ文化マルクス主義って。だからどこへマルクスに何の関係があるんだよっていう話ですよね。これ欧米が作った欧米でね流布されてる陰謀論なんですよね。だからマルクス主義者がこういうものを作った左翼思想なんだみたいな話なんですけど、もちろん何の根拠もないです。単一民族国家という嘘っぱちがまかり通るんですかね。個人的な見解で歴史認識歪んでるのはもっとダメだろう。なんでその認識でいけると思ったのか。他の候補者の方々がねやっぱり山田さんみたいなのがいわゆるオールドなね自民党の代表格として、思われてしまってフレッシュなイメージの、石田貴人さんが勝ってしまったということではあるんでしょうけれどもね、フレッシュなら差別主義者でもええんかいという話ですよね。そんなわけないわっていう。福井県にはね朝鮮民族の方々がねたくさんいらっしゃいますからね、当たり前ですけどね。でも本当ね地方議員にこういう人がゴロゴロ増えてるのは恐ろしいですよね。でただ参政党がなんでこんなに支持されてるのかで、なんでこんなに金集めが上手なのかという話なんですけど、参政党批判の多くは参政党の構造、機能こそ本質だということに目を向けていない。当初の参政党はとんでも科学など一般には無視されるが特定集団に刺さるカルト政党のようだった。しかし当初の広告党のとんでもメンバーはみんな参政党を出たと。実際吉野さんとか追い出されてるわけですよね。実務を握る神谷党首に使い捨てにされた。参政党は選挙は突撃営業と考える他の政党と違い、唯一選挙はマーケティングと考えそれを実践している。参政党にとって公約は約束というよりただのキャッチコピーである。公約政策の転換不整合を指摘してもほとんど意味はない。それはマーケティング対象のセグメントに合わせているだけで政策に意味はない。それでも参政党は拡大する。それは政党名の遠い党員の会費を支払うことで自分が組織の一員ではなく政治に参加していると、感じさせる、名前とねマーケティングのイメージだと思いますけれども、構造になっているからであると。候補者の多くが自前で選挙資金を調達できる自営業者などが多いのはそのためである。参政党を過小評価すべきではなく、選挙はマーケティングだという本質を理解し利用する唯一の政党と言っていいからであると。この方の言ってること大体正しいと思うんだけど、選挙はマーケティングという本質って言っちゃってるんですけど、選挙はマーケティングじゃないですよ。選挙っていうのは本来政策を競うものなんで、マーケットではございません。商売ではないので。でも参政党は選挙を商売だと捉え、それを、ポピュリストと言われる人たちに目線を合わせてですね、口聞こえのいいデタラメをずっと言い続けているわけですよね。でそういう移民排斥とかの公約っていうのはただのキャッチコピーなんで、批判したところでね本気でやるわけないじゃないですかって何言ってるんですかみたいな。実際高市さんと連立したらねいくつかのねとんでも政策は実現されてしまう可能性はあるので、そこはもちろん恐ろしいということですけれども、実際全然実現する気はないし、都合が悪かったらさっきの石田さんではないですけど主張をねポロンと引っ込めるわけですよね。だからこだわりも全くないと。でその場その場で口に聞こえのいいことを言ってて、マーケットに、最適化した、マーケティングこそ選挙であり選挙こそはマーケティングなのだという、やり方で支持を急拡大しているっていうことですよね。でただ選挙ってマーケティングじゃないんで市民参加の手段なんで、選挙というもの、民主主義っていうものを簒奪しているっていうふうにも私は思います。この方はね多分そのマーケット側の人だからそのように考えないんでしょうけど、資本主義によってそのね民主主義を簒奪している行為なわけですよね。だからああいうやり方をするとお金もたくさん集まるし、こういうことをするとですね20万円のチケットとかも売れまくるし、人々がですねこうやって金を払うことでなんか政治活動に参加してるっていう気にさせるっていう演出がものすごくうまいっていうのが参政党の特徴だとは思います。県知事にはね当然県内の外国籍の人たちに対して責任がありますからね。だからどうするつもりなんでしょうね。でも選
挙の政党公約自体を全く守る気がないんだとしたら、そんなの嘘800だったわけじゃないですか。だから実際その人が何考えてるかって蓋開けてみないとわからないし、まあ案外真面目に仕事するかもしれないし、仕事しないかもしれないわけですよね。そんな危ない候補選べるかよって私は思っちゃうんですけど、まあでも政策なんてどうでもいいっていう人にはこっちの方が刺さるわけですよね。はい。でも回避を選んでもそんな良い思いはできないとか聞いたのにもったいないって。まあでも良い思いができるかどうかっていうのじゃなくて、だから自分が選挙を動かしてるんだっていう気持ちになりたいっていうところ、気持ちよくなりたいっていうのが本質だろうから、まあそこですよね。はい。そう、マーケティングの手法で選挙をハックしてるっていうことですよね。まあ、だから民主主義の破壊だと思いますよ、私は。だから金払えばね、民主主義に参加できるって思い込ませてるわけで、まあ実際そんなわけないじゃないですか。むしろ金は民主主義を歪めているので、はい。社会民主主義者としてはそうとしか思えないんですけど、ですね。実際のそうですね。旧共産圏の家庭観はね、保守的なところが多くて、まあ全部そうとは限らないんだけど、LGBTQ の推進をしてきたのはね、もちろん欧米諸国ですからね。はい。まあそれ中でもさっきの、説はとんでも陰謀論の類だと思います。はい。ただまあ、参政党以前からね、こういうことをやってきた人たちを、最後にいろいろ紹介したいんですけど、一つは維新じゃないですか。選挙をマーケット化してたのって。こういうだからね、耳障りのいい自分が守る気も全くないようなことをテレビで言いまくって支持を集めたのって維新の手法ですよね。だからそれを全国規模で草の根から分かりやすくですね、よりマーケティングの手法をですね洗練させてやってるのが参政党という見方もできるんじゃないかと思うんですけど、この維新さんが今何をやってるかっていうと、無理やりですね、大阪都構想に伴う、府知事市長選挙をですね同時開催するっていうことになりましたんで、選挙日程がこんな感じになってるんですよ。だから昨日まではフライングなのでになるんで、知事候補を出さない政党はですねずっと活動を禁止されてたわけですね。だからずっと維新の人たちがね好き放題に選挙演説したりとか、私府知事選挙市長選挙があるんでみたいなことをずっと活動しててですね、他の議員さんが何もできない中で維新だけが堂々と選挙活動してたんですよね。日程がこれ被ってるから他の政党さんがですね、維新以外の政党さんが、大阪府知事とか市長選に関係ないのに選挙活動をしてしまうと、選挙に関する法律違反になってしまうので、仕方ないって言えば仕方ないんですけど、なので、事前に活動することもできなくてですね、当然、もちろん本格的な選挙活動はみんな今日からやってるんですけれども、たった12日間のですね、活動の中で維新と戦わなきゃいけないっていう、話になってしまってるわけですね。はい。だからなんでこういうことをするのかなという話なんですけれども、だから参政党が出てくる前からですね、こういうめちゃくちゃなね、民主主義を民主主義とも思わない手法に関しては、維新の方が大阪を中心に先んじてやっていて、それを全国に、参政党が拡大しているだけとも言えるのかなと思います。選挙は政策で選ばれないという現実は、そうですね。それが民主主義国家のね、現実ではあります。現実ではあるんですけど、だからといって開き直って商売に使っていいのかっていう話かなと思いますね。吉村は10年ぐらい市長と知事やってるのに挑戦させてくださいとか信心ぶってるのも意味不明。府知事選も無効票に持ち込めたらいいなと思っていたら土壇場で対立候補が現れてしまい、名乗りを上げた人は責められませんが何ともっていう。いやでも本当に名乗り上げるべきじゃなかったですよね。はい。だからね、結局その府知事選挙と市長選挙が有効化してしまったので、はい。結局こういう日程で選挙を全部行わなければいけなくなって、事実上ね、維新さんをさらに公認するような選挙になっちゃうと思うんですけど、8日に全部一緒に投票して、全部維新に入れるっていう人も多いと思うので、やっぱり有利に進んでますよね。福岡市の都心部は保守党参政党新疆の自由の守る党の街宣車が、選挙前から活発でしたという。でもやっぱり関西圏に、地盤がある人たちが多いのかなと思いますけどね。
で、他にポピュリズムを広めている人たちといえば、国民民主党なんですけど、私たちは知らない人のシップ代まで負担し続けるべきなのかと。大阪7区国民民主党の新人今井優里氏が投じたこの25秒の問いかけ、これは単なるコストカット論ではなく、社会保障制度における公正を問う極めて鋭い指摘です。動画内で彼女が挙げているのは、湿布薬や保湿剤など OTC 治療薬で代替可能な医薬品の保険適用の見直しです。現状これらにも保険が適用され、私たちの税金や現役世代の重い負担料が、保険料が購入されていますということで、維新はね、これをだから、自己負担にさせろというふうに言っていて、誰かの湿布代をみんなで負担する財源が無限にある時代なら許容されたかもしれませんが、現役世代の手取りが減り続ける中、この仕組みを維持することは公平ではありませんということを言ってるんですけど、公平の意味を勘違いしてんじゃないかと思いますよ。公平ってだからまさに知らない方の医療代をみんなで負担するっていうのが公平原則じゃないですか。いやもちろん平等原則でそうやって全員に負担して、その中でその保険料が自分の手取りとかに合わせて保険料が重すぎる人に関してはその分の軽減措置とかを含めてみんなで平等に負担するっていうのが公平の原則なわけですよね。でもそもそも他人の医療代なんて負担したくないから公平ではございませんみたいなことを言ってしまうと、なんでしょうね、そもそもフェアネスじゃないし、国民皆保険の制度を根幹から否定していると思います。はい。ですね。私たちもこの知らない人が納めてくれた保険料のおかげで安心して暮らせているんですよって。いや、本当にそうですよね。で、維新に関してはね、自分が国民健康保険料を逃れながらこういう主張をしてるわけですからね。これ国民民主の人ですけど。本当にね。だから世の中の仕組みを知らないで言ってんのか、わざとこういうね、不公正な主張をしてるのか、どっちなんでしょうね。はい。で、この、今井ゆりさんなんですけれども、衆院選立候補即前に辞退したそうでございます。はい。我々は知らない人が作った食べ物を食べ、知らない人が運んできた荷物を受け取り、知らない人が建てた橋を渡って生活している。我々の社会は数えきれないほど多くの知らない人に支えられており、知らない人の湿布代を負担したくないという考え方は社会の否定そのものであるということなんですけども、社会を否定した今井さんは、国民民主から出ないそうでございます。はい、お疲れ様でした。何のためにこんなこと主張したのっていう大炎上したのでね、候補を取り下げるという、国民民主党はすごい女性候補さんに冷たいので、それもそれでどうなのかという感じはするんですけど、とりあえずこの人が当選しなくてよかったなとは思います。高齢者の医療負担を上げたところで最終的に負担を背負うのは若い世代ですということなんですけど、はい、高齢者の医療負担を上げればいいと主張している人がいます。はい、チーム未来さんですね。ちょっと40秒ほど動画を流します。我々はですね、実はチーム未来他の政党さんと違ってほぼ唯一だと思いますが、消費税の減税をマニフェストに掲げていないという政党でございます。理由といたしましてはまさにですね、全世代これ外国人の観光客の方含めて全世代が負担する消費税の割合を下げるよりも、今優先すべきだと考えているのは現役世代の大きな負担になっている社会保険料、これをしっかり減らしていくということが必要だと考えております。で、ここの消費税ではないものの財源というところに関して申し上げると、短期的にはですね、やはり高齢者の医療の自己負担割合、これをですね一律3割、原則3割というところに引き上げるというところをお願いするというのがいいと考えております。我々はです。はい。チーム未来さんもね、比例投票先としてすごく人気が上がっているんですよ。国民民主も参政党も嫌だからチーム未来に入れるみたいなネオリベの人も結構いるのかなという感じがするんですけれども、うちの親は年金や預貯金で生活できていましたが、突然なった病気とその進行を考えると、こちらから金銭的な援助が今後確実に必要になります。社会保険料を減らすために高齢者の医療負担分を増やすことはそのまま私たち現役世代の負担になると考えます。私たち家族が証明していますということで、現役世代の方からこういう批判が来ていますけど、これに反論できるのかなね、安野さんは。だからそもそもだから家族ね、次女、共助みたいなことを言って、菅さんが言ってね、菅さん引退しますけど、私たちの自己負担が今大きい状況なわけじゃないですか。ね、そういう状況で家庭内の負担が大きい状況であるにもかかわらず、高齢者の医療負担をね、一律で
その人々の事情も考えずに増やすっていうことになると、結局はこの安野さんが支持しているはず、支持層と見ているはずの現役世代の負担が上がるし、みんな損するっていうことじゃないかと思うんですけど、だから全然論理的な主張ではないですよね。やっぱり世代間の増を煽ってるような、主張じゃないかなと思います。はい。いや本当にね、人間って何起きるか分かんないですよ。で、そうで健康そのものだったのに何ら予兆がなく大病にかかりました。各種税金保険制度がなければ家族共倒れでしたということで、なるほど。だから本当病気になったらみんな大変なんですから、それをね助け合おうというのが社会の機能であるのに、最初からこの人たちってそれを否定するわけですよね。いや金持ちのあなたたちはそれでいいかもしれないけどさっていう話じゃないですかね。だから本当ね、実家が太いとか金持ってない人は倒れるんですよ。だから本当リバタリアン的というかね、だから自分がリバタリアンだとか、その政府なんかいらないんだって言って、こういう主張を掲げてんならまだわかるんです。まだ100歩譲ってわからなくもないんですけど、そういうわけじゃないですからね。いや、これ当たり前ね。現役世代ね。そうなんですよね。高齢者の中にも現役世代と暮らしている人多いんですもんね。その現役世代が高齢者になった時、自己負担割合が3割超えるっていう。だからそうなんですよね。だから今、40代とか50代の人で、参政党とかね、チーム未来を支持してる人結構いると思うんですけど、いや、悪いですけど、あなた10年後とかのこと考えてますって。大病を患ったらどうする気なんですかっていうふうに思いますけどね。はい。だからなんかね、やっぱり社会保障削減みたいなことで、その人気とかマーケティングを得ようとするのかと。こういうね、主張を広めてるのは不審なアカウントだというような、調査が出ていたんでちょっと紹介したいんですけど、外国人問題や政党批判などに関する 旧 Twitter、X の、投稿を組織的に転載し情報を拡散している70のアカウントの存在が情報分析企業の、取材で分かった。それぞれ個別にこうしたアカウントは活動しているように見えるが、例えばね、政党を批判したり、外国人問題って書き方自体が差別的なんですが、を批判したりですとか、マスコミが悪いみたいな、ことをしていると言っているアカウントが、同じ時間、同一内容、同時刻に犬の動画のポストをしていると。で、この70アカウント多分全部同じ人が操作してるボットですよねという話でして、こういったアカウントは必ずしもそうではないんだけど、排外主義だったり保守的な主張を拡散する傾向が強く、中には自民党批判やリベラル寄りの発信もあったということで、何のためにやってんだか知らないけど、こういうことを組織的に X でやってる連中がやっぱり確実に存在するということですよね。はい。現役世代は病気にならないとでもっていう、だからね、だから OTC 治療薬はね、結局現役の人たちの方が関係ある話ですからね。はい。技術で全てを解決できるという考えをまず捨てた方がいいという。もうチーム未来を解散した方がいいかもしれない。公的扶助を減らしたらその分の、家族の負担が増えるのは当たり前ですと。その通りですよ。だからね、現状今、日本ってそういう国なわけじゃないですか。家族でね、賄いきれない分は家族で負担しろみたいなことを政府が言ってるわけでしょ。それは私正しくないと思いますよ。正しくないと思いますけれども、実際こういう、だからね、家族の世話というかね、家族の援助をしている、方が、現役世代の方がいらっしゃるわけで、そういう人たちは、高齢者の方の医療負担を上げられたら困るわけですよね。だからやっぱり社会というものをちゃんと捉えられてないと思うんですけどね。何か一つの属性を叩くものは、昔他の属性を叩くようになる JKR から何も学んでないのかなと。一つの差別はね、全ての差別につながってますからね。あつきさんお久しぶりです。来ていただいてありがとうございます。安野さんは気管支喘息についても全く無理解な投稿をしていました。喘息は子供を含め、若年の患者も多いというのにというですね。そう、それも批判されてましたよね。だから、持病持ちの方だっていらっしゃるのになんでわかんないのかなって。いろんな人から支持集めてるのはいいことだと思いますけれどもね、自分の支持者の人たちのことも、やっぱちゃんと見えてないような気がしますよね。
こちらの外に出ると本当に極陰謀論のショートばっかり流れてきます。歌の話はあれでいいんですが、なのでね、まあ今まで言ってきたことに、ちょっとまとまらなかったかもしれないんですけど、何が私言いたいのかというと、まあ去年から日本霊産ショート動画が増えすぎだろうと思ってたら、日本人が AI を作って自作自演して自己肯定感低めな人相手に月400万円以上も稼いでいるというマニュアルが存在していました。沈みゆく国日本から一抜きする証拠がたくましいなと思いますという。まあこれ実際ノートに書いてある内容なんで実際本当かどうかわかんないんですけど、海外の反応をかける日本商産系の YouTube ジャンルは認定して人気を集めていますと、まあ実際クラウドワークスとかがね、募集してて大問題になったわけなんですが、日本の反応、海外の反応、日本商産系という伸びやすいテーマを一貫して選びましょう。動画制作は台本作成から映像、字幕、ナレーションまで AI と外注で完全に仕組み化しています。収益を最大化しています。月に400万円稼げますというような、まあこういう内容のね、マネタイズノートがたくさんあったわけですね。はい。だから、まあこの人たちが何をやってるかっていうと、民主主義をですね、金にしてるんですよ。わかります？ポピュリズム、ポピュリストですよ、みんな。全員ポピュリストなんですけど、何をやってるかっていうと、まあ、この方がね、まさに言い表したように、選挙をマーケティングとして使って、民主主義から、金をかすめ取ってるわけですよ。だから、本来だったら、公益に資すべきですね。いろんな人たちの、幅広く助ける社会保障であるとか、そういったことを考えなきゃいけない選挙とか政策であるにもかかわらず、そういった公的保障の部分を、金にですね、還元するために、いろんなこと、悪いことをして、だから、参政党フェスタに、まあ、金を払わせるみたいなのは一番露骨ですけれども、まあ、国民民主党が作ったね、こういうショート動画とかをバズらせたりしたら、まあ、実際広告料が入ってくるわけですよね。まあ、そういった広告料を金で集めたりとか、まあ、チーム未来みたいな人たちはね、私たちに投資してくださいっつって金集めをしたりとか、まあ、とにかく金を集めると。だから、スタートアップビジネスみたいなことをね、政党を利用してやってるんですよね。だからまあ N 国が出てきた当時からずっとそうなんですけど、日本ってこういうことに関する規制が甘すぎるんで、まあ裏金議員も裁けないし、こういうね、民主主義をね、金儲けに利用する悪をですね、法が裁くことができないと。っていうことでですね、まあサムネにもしたんですが、巨悪あり、法これを裁けずという、まあ、話にもつながってくるのかなと思います。はい。だから本来だったら法律で規制して、実際ね、犯罪行為として逮捕されなきゃいけないような行為が、まあ、このようにですね、まあ、民主主義を著しく歪める行為っていうのが、実際金儲けのために使われていて、それを誰も咎めることがないと。まあ、そういう国ではね、やっぱり民主主義は衰退していくんじゃないかなと思いますよね。あ、すいません、ライさんです。ごめんなさい。ライさんで読んじゃった。失礼いたしました。いや、ほんとね、病気はね、自己責任みたいなのはね、最悪の思想ですよね。だからまあ、そういったね、病気は自己責任だって言って、その、健康保険をなくして、民間の保険屋さんにね、みんな高い保険に入らせて金儲けをしていたのが、まあ、アメリカっていう国なんですけど、だからアメリカのそういう一番醜悪で最悪な部分っていうのを、なんで日本ね、せっかく仮にもね、皆保険がある国がなぜ真似しなきゃいけないのかっていう話ですよね。はい。現役世代の方が数が少ないんだからという理屈で自己負担割合を増やすというなら、少子化が進む以上、前の高齢者よりも次の世代の高齢者の自己負担割合が増えていくはずです。そう、だんだん増えていくんですよね。だから自分の首絞めてるだけなんですけど、でもやっぱり公益とかそういったことが分かんなくなってると、まあ全部ね、今だけ金だけ自分だけって維新批判のね、素晴らしいキャッチフレーズがありますけど、なんか今のことばっかり考えるようになってこういう主張をするようになっちゃうのかなというふうに思いますよね。まあ10年先、20年先のことは考えられないからどうでもいいんだというね、とりあえず今の目先の金さえあればいいという。まあでもそれはね、持続可能な社会じゃないですよね。はい。ジャイアンリサイター見なくていいです。バズらせて立候補自負退してる世話ないわっていうね。だから何のためにやってんのかっていう話だし、まあ、プレデンシャル生命とかはね、本当に露骨に、客から金をかすめ取っていたわけですけれども、でもやっぱりこの人たちってみんなそうなんですよね。なんか民主主義とかそういう保険とかね、本来金儲けに利用してはいけないもの、もちろん保険会社自体はね、必要ですけれども、金儲けに利用してはいけないことを利用して、まあ、金儲けをするっていうね。
本来だったらヤクザとか反社会勢力とか、半グレとかがやってるようなことを、片桐のね、もちろんね、本人たちはね、別にその犯罪行為、実際の犯罪行為をしてるわけじゃなくて、脱法行為の類だと思いますけれども、こういう政治家の人たちが真顔でやってしまってるのが現在なのかなと思いますね。はい。自分を守ろうと思ったら他者を守らなければいけないということを、そうですね、最後にその話をして終わろうと思いますが、日本来産といえば外国人が新幹線の通過を見てその速さに驚くという動画をよく見かけるようになりました。もうそこしかないの。なんかそれも悲しくなりますね。いや、私日本来産動画ってもう悲しくなるんですよね、なんか見てて。そんなことでさ、自分のナルシズムとか、日本人の誇りみたいなものを保管しなきゃいけないの、アイアムジャパンっていう風に思わなきゃいけないんですか？おかしいっすよね。どれだけ、自分を惨めに普段思ってるのかという風に思っちゃうんですけど。だから、日本人とか、そういう言い方もあれですけども、民族的な誇りって自然とね、文化とか、伝統に触れてですね、そうやって自然と醸成されていく感情じゃないかと私は思っているんで、だから愛国左翼を名乗ってるわけなんですけど、なんだかんだで日本に愛着あるんで私は。はい。でこういう人たちは違いますよね、なんかね。なんかイメージ上の日本を好きな人たちだと私は思ってるので、言い方悪いけど、エセ愛国者だと思ってます。はい。温水ベンザレータは飽きられたのかなって。一人一人が日本って国家主義すぎだろっていうね。だから本当国家を推してるだけの人たちなんだよね。それは愛国心ではないと私は思いますね。はい。ということで、今回の配信こんな感じなんですが、よければ高評価、チャンネル登録、ぜひともお願いいたします。最後にですね、ちょっと結論といったらあれなんですけれども、まとめとして、こういったね、選挙とかマーケティングとかに金儲けするような人たちにどうやって対抗していくのかって話をして、今日は終わりにしたいと思います。この寒い冬で、愛はですね大きくなっていますということで、フェミニストのレベッカ・ソルニットさんという、有名な、著者の方が作った、ブログなんですけど、これ素晴らしい内容なのでぜひとも読んでみてください。今回のね、ミネソタ州による、ISE のですね、暴挙に対して、非暴力の抵抗運動がですね、これ全部、人で書かれた一文字なんですよ。クソ ISE Love Always Wins というですね、はい、極寒ミネソタ州ってめちゃくちゃ寒くて北海道より寒いぐらいの天候らしいんですけれども、こういったね、人たちがですね、いろんな落書きをしたりだとか、一文字を作ったりだとか、こういった形でですね、ISE に対して、強く反論しているというところだと思います。で、なんで ISE がこうで、私たちはこうなのかっていう、レベッカ・ソルニットさんは、もちろんね、善悪の二元論じゃないし、そうやってあなたと彼らみたいに分けるのは違うと言いつつも、なんで ISE とね私たちは分かり合えないのかみたいな話をしてくれてるんですけど、彼らは暴力の力を信じており非暴力の力を理解していないのですと。彼らは国家が持つ力を理解していますが市民社会が持つ力を理解していません。彼らは貪欲、権力への渇望、違いへの不寛容といった自分自身の動機を理解しており、寛大さ、権力を蓄えるのではなく共有したいという民主主義と平等への要求、違いに対する寛容、そして寛容以上のものについて、理解しませんと。寛容という言葉は本当に凡庸なものですと。昔ナンシー・ペロシさんというですね、私はあんま好きじゃないんですけど、この人は、1987年に下院議員になったんですが、サンフランシスコでは同性愛者を容認しているのではないかというふうに言われたときに、私たちは彼らを容認しているわけではありません。私たちは彼らの誇りなのです。私たちは彼らを誇りに思っているんですと、答えたと。これは大変立派な答えだと思います。当然ですよね。LGBTQ の人たちとか、マイノリティの人たちとかって、マジョリティがとか政治家、ナンシー・ペロシさんもね、政治家ですけども、政治家とか権力者が容認してるから存在しているのではなくて、
ただそこに存在してるだけであって、まあ、あえて言うなら、ペロシさんとしては、彼らは私たちの誇りですというふうに言ったわけですね。まあ、政治家としてはこれが当然の言葉じゃないかなと思います。で、一方、まあ、軍事史上最も愚かなフレーズは、私たちの多様性は私たちの強みだというようなね、妄言だというふうに言ったのが今の国防長官のピート・ヘグセスっていう人なんですけど、まあ、ピートさんみたいな人は、まあ、根源的にやっぱり他人を信じてないし、その他人の善意みたいなものを一切信用してないわけなんですよね。まあ、懐疑主義者であり、ニヒリストだし、性悪説論者ですよね。まあ、そういうふうに個人として考えることは悪いことじゃないですよ。それは必ずしも悪ではないですけど、まあ、利他主義だとか連帯、理想主義、人種の境界を超えた配慮、狭い私利私欲ではない関心というのを想像することができないのではないかと。なぜなら、その危機において人々がお互いのために現れている方法の背後によるものであると。人種差別は国境警備隊であり、あなたの配慮、共感、人間関係は人種の違いを超えてはならず制限され封じ込められないと、主張する人々もいます。これは残りの人類のほとんどを非人間化しており、彼らの世話をする能力を麻痺させることによって、心を縮め人間性を制限するようにという指示をしているのですと。これを理解できない人々を、理解できないという気持ちを、強化しているのですと。いうことで、まあ、結局その権力者とこういう暴力的な権力者にとっては人々の相互理解とかが広まると自分たちの支配にとって都合が悪いんで、まあ、努めてねそういう平等とか民主主義とか連帯とか理想を求めるものをまあ冷笑したりバカにしたりするわけですよね。そんなことできるわけがないと。人間は悪なのだと。まあ、暗黒啓蒙のそういう価値観にも基づいているのかもしれませんが、まあ、ことを言う人たちがね、まあ、世界中で今権力の座についてしまってるわけなんですけど、まあ、例えばね、ロード・オブ・ザ・リングっていう小説があるんですけど、ロード・オブ・ザ・リングって、面白いところが、まあ、有名なファンタジー小説なんですけど、面白いところがあって、大魔王のパワーを持ってる指輪があるんですけど、それが、主人公側が指輪をゲットするのが、まあ、ドラゴンボールみたいにね、取り合いをするのっていうようなストーリーじゃなくて、指輪をね、破壊するっていうのが目的なんですよね。だから力を捨てて、まあ、力を破壊することによって、まあ、悪の大魔王を倒すっていう、まあ、ストーリーなんですけれども、この時ね、大魔王のサウロンっていうやつがいるんですけれども、あんまりその主人公たちの目的を理解できてなくて、何とかしてまあ主人公たちを止めようとはするんですけれども、自分たちの代わりにね、支配者になり変わろうとしていると思っているので、戦争を仕掛けてね、まあバトルで決着をつけようではないかみたいな感じになるんですよね。まあロード・オブ・ザ・リング読んだりね、映画見たりしたことある人はわかると思うんですけど、まあでも実際にはね、歩いて火山に指輪とか捨てようとしてるので、まあほとんど無防備なままですね、指輪を全部投げ捨てられてしまって、まあ最後サウロンは滅びるんですけどまあそういうことをね、レベッカ・ソルニットさんはしなきゃいけないんじゃないですか、我々はということをおっしゃってます。だから暴力とかね、に対して暴力で対抗するのではなくて、連帯とか理想主義だとか、まあ相手が信じてないことをあえてぶつけることで、まあ相手の考えを変えさせたりですとかですね、権力関係を変更するっていうことが、まあ必要なのではないかというような話ですね。はい。そう、いつの時代もね、やっぱり悪の独裁者はこういうことを繰り広げてたんですよ。まあ人間なんてね、クズなんだからね、どうしようもないんだっていう。確かに人間ってそういう邪悪な面とか利己的な面がたくさんあるので、確かに彼らの側面で人間の一側面ではあるんだけど、それが全てではないですよね。それが全てだったらもうとっくに人類滅んでるだろうっていう話なんで、世の中全てがドナルド・トランプだったら、それは人類もう滅んでますよ。自分のことしか考えてないんだもん。だけど彼らが理解できない利他主義やね、理想主義こそが人類の社会のね、継続的発展には必要なのだという、これが厳然たる事実なんだから、理想と原則に進歩主義者は奉仕せねばならんのだというですね、まあ非常にフェミニストらしい、言説なんですけど、まあ陳腐に聞こえるかもしれないですけど、やっぱりソルニットさんの言う通りだと私は思いますけどね。はい。サウロンってそんな勘違いをやるこしてましたね。いやでも確かに映画見た時サウロン弱いなって思ったんですよね。なんでこんなにあっさりやられるんだろうって。まあでもあれ原作通りらしいんですよね。私ちょっと原作小説の方長すぎて全部読んでないんですけど、ちょっとお恥ずかしいんですが、映画はすごく好きで、全3部作も読んでますし、ドラマもちょっと見てます。はい。ですね。そうそうそう。
サウロンのね、なんかね、例えば非常に分かりやすかったですね。だからなんかみんなね、指輪物語のね、そういう大魔王みたいな思想に染まりつつあるけどね、それは全然正しくないし、ぶっちゃけ、もう持続可能性がないし、必ず敗北するのでやめた方がいいですよと、トランプさんには言いたいんですけど、無事弾劾させてくれればいいなと思います。で、この映像、先ほど、ティム・ウォルツさんっていうですね、ミネソタの知事が、ISE に対抗するために州兵を集めたんですよ。だからで、スはシビル・ウォーカーという、アメリカが内戦になってしまうんじゃないかという懸念がちょっと盛り上がってはいるんですし、未だに予断を許さない状況ではあるんですけど、これがね、捉えられた映像で、ミネアポリスで反 ISD デモの参加者にですね、コーヒーとドーナツを配ってるんですね。こんな感じなんだ、州兵の人たちっていう。でもこれが本来の姿ですよね。だから兵士とはいえ人間じゃないですか。だからね、ただ銃を持って戦えばいいんじゃないんですよ。デモ隊の人たちとかと協力して、同じね、イエローベストをつけてね、自分たちがね、非暴力で行動しておりますということを示してもいらっしゃるんですけれども、ISE とは真逆ですよね。自分たちの姿をああやって覆面で隠して、暴力振るう人たちとは、私たちは違うのですっていうことを分かりやすく、ビジュアルでとか行動で示しているので、やっぱりね、左派とかね、リベラル派が取るべき道ってのはこれなんじゃないかなと思いますよね。はい。私は人間の本質は悪だと思います。良くは悪くもある程度強調しなければ生存に不利だと学習しているだけ。もちろんね、その考え方自体はね、性悪性善とね、どちらもね、利があるし、どっちも人間の一側面だと思うので、どちらが本質的かっていう哲学的な問いにはね、答える気はないんですけど、私わかんないので、あれなんですけど、どちらか断言するつもりはないんですけど、ごめんなさい。なんだけど、ただ、こういうね、姿勢を示していくっていうのが、選挙戦略もそうだけど、そもそもね、商売とか権力を得るために私たちやってんじゃないよっていうことを示す必要があるんじゃないかなと思いますよね。指輪を捨てに行くのを止めたのは、指輪の力に見せられたゴラムだけですよね。そうなんですよ。そこもポイントですよね。はい。で、ちょっとサムネイルにも掲げさせていただいた山上さんの裁判なんですけど、山上さん残念ながら、無期懲役ということに今なってしまっていますが、刑事裁判での一審判決は要するに社会というものが存在しない、あるのは個人だけだというサッチャールの自己責任の、サッチャーってね、高市早苗さんの憧れの人であることでも有名ですけども、自己責任論に裏打ちされている。辛い家庭環境があろうと、それは社会や政治の問題ではなく自助努力によって何とかしなければならないんだと。しかしそれは逆説的に山上の行動を正当化しているのではないか。社会や政治や司法が責任を認めず機能せず、彼や家族の家庭を、一切救済しないのであれば、そうであればこそ残された選択肢は自力救済としての暴力しかなかったのだと。自助努力としての弾丸が凶悪な宰相 A の肉体を貫き、その存在を無害化したのであると。僕は前に安倍政権を批判する中で、こう述べた。自身がこの仕事の中で対象とする人々の直面する困難について、その人自身の行動に課題があるというよりも、その人を取り巻く社会の情勢によって排除され、より困難が深まっている状況があるのです。これは自己責任論を振りかざしたり、家族の支え合いを強調してごまかしたところで決して解決が見込めないものなんですと。いうことで、ヤジポイの会の、大杉正恵さんですけど、大杉さんのこういうところ、言語化能力とか、この鋭さとか、本当に素晴らしいと思います。私、実際お会いしたことが何度もあるので、自慢で言うんじゃないんですけどね。だから山上さんのね、事件の本質を言い当ててると思うんですよね。だから山上さんって孤独だったじゃないですか。だから社会からある意味見捨てられてしまって、誰にも救済されなかった、誰にもケアされなくて、助けてもらえなくて、凶悪が目の前にあって自分の家族が苦しめられて、こんなにひどい目にあったのに、誰も救おうとしてくれなかったから、ああいうね、犯罪に走ってしまったわけですよね。だから凶悪あり、これを裁けずと言って、自分のね、法律を超えた行動をしようとしたと。もちろん暴力はね、当然 ISE も、山上さんも暴力振るってることは変わらんし、悪だと思いますけど、だからといってね、全てを悪で片付けていいのかって、無期懲役で本当にいいのかっていう話ですよね。私は不当な判決だと思います。
で、まあ、ヤジポイのね、ノートにもですね、大杉さんの主張は分かりやすくいろいろまとめられているんですけど、例えば劣悪な労働環境であったり一向に上がる気配のない給与、重い税金や社会保険料の負担、貧弱で使い勝手の悪い社会保障制度、高額で医療費や教育費、家賃負担、介護や保険の負担、家庭内暴力の連鎖、性差別を含む様々な偏見といったものがあります。つまり私が普段の業務で関わっている対象者がその人自身の行動に課題があるというよりもその人を取り巻く社会の環境によって排除されより困難が深まっている状況があるのです。これは自己責任論を振りかざしたり家族の社会支えなどを強調してごまかしたところで決して解決が見込めるものではありません。まあケアワーカーをね普段やってらっしゃるんですけど、それは、普段私が支援対象とする人々だけがそうだというわけではなく、私自身の状況を見ても大きな変わりはありません。私の仕事の立場は行政委託としてあり、間接的には国の事業を請け負っております。しかしその待遇は決して安定したものでも恵まれたものでもなく、日々の仕事をなんとか仕事をやり過ごすことはできてもそれが改善し安定していくという展望は全く持てない。自分が10年後にどのような生活を送っているのか全く希望を持つことができないような生活を送っている。このような状況にあって政治に望むものが大きくなるのは、当然のことではないでしょうかということでですね。はい。正確にはソーシャルワーカーですね。失礼しました。だからやっぱり福祉やね、ケアの仕事をしてる方って、医療のね、仕事をしてる方とかわかるんじゃないかなと思うんですけど、だから社会保障とかね、削減しても意味がないんですよ。かえって社会が悪くなるばかりで、自己責任論が広がって、自分だけがね、大事なんだっていうような思想が広がることは、社会がね、壊れていく兆候でしかないわけで、そういう中でね、それを金にしてビジネスしてる人たちはね、やっぱり許せないですよね。だからそういう人たちに金をとか投票をするのではなくて、もっとですね社会福祉ですとか大きな政府を支持する人たちのために、支援をね、していかなきゃならないんじゃないかなと思います。ということで、社民党か共産党に投票してください。投票したくない、どうしても投票したくないという人は、中道に入れてください。はい。いつもの話ですけども。善意も悪意もね社会に作られていくっていう側面がやっぱありますからね。だし山上さんの場合はね明らかには統一教会と社会環境のせいだと思いますので、やっぱり本人に全ての責任があるっていうね検察の論理は間違ってると思いますよね。自己責任論を推し進めた挙句にね安倍さんああやって殺されたわけですからね、もう皮肉なオチとしては言いようがないですよね。私も自業自得だっていう風に当時言って結構叩かれたんですけどでも自業自得じゃないですか。自分が統一教会にのさばらせたんでしょ。自分が統一教会にのさばらせて信者の人たちを救済もしようとしなかったからこういうことになったわけですよね。だから社会が失敗したということなんで、統一教会関係者はね逮捕すべきだと思いますし、当然ですけどもそれに関連してる議員をね信任するなんてのはもってのほかだと思います。はい。人間誰しも孤独は必要ですけど孤立だけはいかんです。そうですね、孤独と孤立って違うものですからね。はい。だから選択的に選んでんならねそれでもいいかもしれないし、私はあえて孤立してるところもあるけど、でもね人間誰しもねやっぱり好きで孤立してるわけじゃないですからね。はい。自業自得因果応報萩生田光一ということでですねはい。いやほんとね裏金議員はみんなで落としましょうね。今回確かにね左派政党なかなかねいろんなことがあって伸びないかもしれませんけれども、でもね裏金議員を許すわけにいかないですよ絶対に全員落としたいですね。萩生田さん当選すんだろうけどな、2728万円ですからねこの人2728万円ですよ。ちょっと5万円ぐらい懐にうっかり入れちゃったっていう話じゃないですからね。高市さんはああやって言ってたけれどもね。萩生田さんがだから日本とねの統一教会の韓国のパイプ役になって暗躍してたということも言われているわけですよねなんでこの人許していいのっていう話になりませんかね。ということをですね特に最近高市さんを支持するようになったという人には分かっていただきたいなと思います。はい。ということで、本日の配信は以上となります。皆さんすいません。また遅い時間まで、結局0時ぐらいまでになっちゃいましたけど、よかったら高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ということでですね、ちょっと次回の配信なんですけど、金曜日にちょっと企画配信、しようと思ってまして、ノートすいません、いろいろあって遅れたりしているんですけど、まあ土曜日までには書こうと思ってます。なのでちょっと日曜日はまた用事あったりしてですね、私もバタバタしているので、月末月初なのでまたあれなんですが、まあ体調を崩さない程度にですね、ちょっとマイペースでやっていきたいなと思いますので、よければ引き続き、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対ということで、いつもありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい。ということでですね、またあとすいません、言うの忘れてた、ペーパーズフリーズの、ゲーム実況がですね、先日、田原風花さんとのコンビで完結しました。ありがとうございました。完結したんで、まあ、次にやるゲームですね、検討中ですんで、まあ、よかったらリクエストなども、受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、戦争、紛争、虐殺、差別、あらゆる加害に反対して頑張っていきたいと思います。ということで、皆様、おやすみなさい。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。